チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい。皆様、こんばんは。聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは。カラスマ100です。遅刻してしまいまして申し訳ございません。はい。まあちょっとですね、いつもちょっと最近カロリーの高い内容になっているのですいません。ちょっと遅れてしまいました。申し訳ありませんでした。本日は、イラン戦争、トラエモン、高市と中東石油危機ということで、まあちょっと内容が重たいのでですね、ちょっとすいません、若干したタイトルにしてしまったんですが、イラン戦争の渦中のアメリカ、イスラエル、イラン、そしてアジアと日本のニュースを取り上げた後、日本国内の問題について取り上げていきたいと思っております。その順番で話していきます。戦争における残酷な描写、軍事的な話題を多く取り上げます。またですね、配信中、緊張集中で思わず笑ってしまうことがありますが、まあ深刻な内容を茶化している意味ではですね、サムネも含めてありませんのでよろしくお願いいたします。あとチャットの時はですね、配信チャットルールを守り、皆さんでですね、ルールを守って、楽しくお話ししていただければと思います。はい、ということでですね、はい、ということで、いや、そうなんですよね、ちょっと、盛りだくさんになってしまったんですけども、しょうがさん、音花風花さん、ラトさん、ミニラトルさん、マヤ F さん、無欲さん、かなしみさん、サイプレスさん、つばきさん、サリー、OBS ヘイレンさん、サリーさん、6153、キアミフさん、コンカラスです。来ていただいて皆さんありがとうございます。大輝ありがとうございます。ありがとうございます。ですね。本当にね、今、本当戦争でですね、気分落ち込んでる方すごく多いと思うんですけれどもですね、あまり気負いすぎないように本当にですね、自分の身を第一に考えて、安全に過ごされてください。はい、ドミキレオさんもコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。伊沢さんもコンカラスです。はい、ですね、まあ、だから、なかなかね、出口が見えないような状況に陥ってはいるんですけれどもですね、まあですね、まあ我々にできることもねたくさんあるので、まあその辺のことも話していきたいかなというふうに思っております。ですね、なので非常に長大な内容になっちゃったんですけど、まあ今日もですね、リンクについてはですね、リンク集にまとめておりますので、こちらの参考リンク集をドキュメントの方からですね、見ていただければと思います。はい、そしてまずですね、お父さんお母さんがトルコに帰るしかないと、でも私はきっと日本が懐かしくて我慢できなくなると思うというネウロズの美しい章で下を向く女子高生ということで、彼女のような日本育ちの子たちがトルコでも学び続け日本に留学したり就職できるよう私たちはずっと関わり続けていきますということで、先日ですね、クルド人の方々のネウロズというお祭りがあったんですけれども、まあこれを最後のネウロズにしないようにということでですね、寄付募金等を募集されておりますので、ですね、志のある方はぜひとも、余裕のある方はですね、余裕のない方は本当無理しなくていいので、ですね、ちょっと心に留めておいていただければと思います。はい、ということでですね、だからこういうお祭りがですね、まあなんか嫌なニュースがね、いろいろあるので、まあその後で話すんですけれども、の舞台になってしまうのは非常に嫌な話なんですけれども、はい、ちょっとその辺も説明していきたいと思います。ゆうこさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございますね。反省訴えただけでね、なんでああいう人たちがいっぱい出てくるんでしょうかね。意味がわからないですね。賛成討伐さんネタバレありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあやつが後半登場するので、まあそのそれまではですね、イラン戦争の話しますので、はい、嫌な方は前半だけで抜けてください。はい。いやでもこのイベントはですね、ほんとずっと続けてほしいですよね。はい。というかまあ我々側がね、続けてもらう義務があると思います。はい。ということでですね。まあ、本当ね、嫌な話がいろいろたくさんね、国の内外にもあるんですけれども、まあ、皆さんが一番ムカついてるといえばこの人だと思うので、まあ、ドナルド・トランプ・キングの、自称キングの話を、ちょっと報道ステーションのですね、まとめ報道を、先に見ていただきたいと思います。イラン戦争の中東石油危機、アメリカ、イラン、イスラエルの話をまずしていきます。週末は自身の所有するフロリダのゴルフ場で過ごしたトランプ大統領。
突如として48時間のタイムリミットを設定したのはこの後のことです。イランがこの瞬間から48時間以内にホルムズ海峡を完全に解放しなければ、アメリカはイラン国内のあらゆる発電施設を攻撃し、跡形もなく粉砕する。まずは一番でかいところからだ。投稿されたのは日本時間の昨日午前8時44分。つまりあと10時間余りでタイムリミットの48時間を迎えるはずでした。これはイラン国内の主な発電所。最大のものは首都テヘラン近郊にあるダマバンド発電所です。周辺には他にも複数の発電所があり、攻撃を受ければテヘラン全域に甚大な影響が出るのは確実です。対するイランは徹底抗戦の構え。国営テレビを通じて攻撃を受ければ必ず報復を行うと表明しました。در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می‌شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. もっとも専門家の間では当初から実際の攻撃には踏み切れないのではないかといった指摘が上がっていました。発電所への攻撃は禁じ手だからです。Do you expect that he'll actually enforce this deadline that's up in a little under 24 hours? Then the question is, Polo, does the president begin to destroy energy facilities that just last week he was telling the Israelis not to touch? If Iran, because there's no clear indication that Iran will crack, so if Iran ignores this deadline, do you see it potentially backfiring now on President Trump? Well, first, striking energy facilities is prohibited by the Geneva Convention. The president might try to find a loophole out of that, but it would put the United States in a bad spot. そしてつい先ほどトランプ大統領は SNS を通じて過去2日間、アメリカとイランは中東における両国の敵対関係の全面的な解決について極めて有意義な協議を行ってきたことを報告する。私はイランの発電施設とエネルギーインフラに対する軍事攻撃を5日間延期するよう戦争省に指示した。トランプ氏が言及した停戦協議。アメリカメディアによればトランプ政権はイランに対しミサイル開発計画を5年間停止すること、ウラン濃縮をゼロにすること、アメリカとイスラエルが去年爆撃した核施設を廃止することなど6項目を要求しているということです。はい、ということで、まあですね、そもそもジュネーブ条約で違法である発電所民間施設への攻撃をすると言ったんですよ、トランプは。しかも48時間以内にやると。そしてイランはそうすれば域内のですね、核施設じゃない電気施設ですね、そういったものも水インフラなども全て破壊するという最終戦争の通告同然のものですよね、を発表して、本当にですね中東が滅んでしまうのではないかという一触即発の状態にあったんですけれども、なんか知らないけどやめたということです。はい、5日間の猶予をやろうとか言っております。何なんですかね、この男は。いい加減にしろよ。だから、まずい事態になるとか、なんとかかんとか言ってましたけれども、そもそも戦争を仕掛けてること自体が国際法違反なんですよ。何度でも言うけど。戦争を仕掛けてること自体が国際法違反。民間施設のね、小学校を爆撃したのも国際法違反。で、発電所を攻撃するのも国際法違反。石油施設を攻撃するのも国際法違反です。はい。ということでね、一応ね、言っとくけど、イランのホルムズ海峡封鎖とか、報復も一応国際法違反なので、それは言い添えておきます。後でイランについては言及します。はい、タイムさん、コンカラスです。ということでですね、本当なんでこの時にゴルフ場行ってたんでしょうね。第三次世界大戦を起こそうとしてるんですよ、あなたはっていう。はい。高市さんでなければうまく会談できなかったという言葉に関しては、この人とうまく会談してよかったと思ってるんですかって言いたいですね。いや、ダメでしょ。少し距離を置くべきだったですよ、本当に。いきなりだってね、対談終わった後いきなりこんなこと言い出すとはまさか思わなかったですよね。はい。
いやでも本当ね、三次大戦のような感じになってしまいましたね。いつ東アジアが本当戦火に巻き込まれても、まあ今事実上巻き込まれてるわけですよね、我々も。エネルギーが来ないという形でですね、まあイランの計算通りだと思います。トランプにノーベル賞をね、授与してほしいとか言ってた人たちもいますけれどもね、はい、反省していただきたいと思います。まあこのようなですね、トランプさんの好き勝手な、まあ行いによって、まあいろいろなね、この絵長いですけどね、非常によくまとまっている、さすがに報道ステーションという感じで、まあこんな感じでですね、タイムラインで説明してくれてるので、よかったら前編見てみてください。でですね、まあ当然なんですけれども、IEA の事務局長、ですね、エネルギー危機に最大級の警告、逃れられる国はないということで、国際エネルギー機関のピロル事務局長という方が23日中東地域での武力衝突に起因するエネルギー危機により世界経済が重大な危機にさらされていると述べ、その影響から逃れられる国はないと、まあエネルギー国際機関のトップが、ついに公言するに至りました。現在のエネルギー危機をロシアによるウクライナ危機の影響と比較しました。現状の危機は2度の石油危機と1度のガス暴落が全て合わさったようなものだと指摘し、世界経済は今日極めて重大な脅威に直面しており、この問題ができるだけ早く解決されなければ、いけないと。このまま事態が推移すれば危機の及ぼす影響を免れる国はないと、いうことで、まあ当然のコメントだろうと思います。で、まあさっきホーステでも言ってたんですけど、そもそも協議してるかどうかもわかんないんですよ。まあイランと交渉してるとか言ってたけれど嘘ついてるって数々も言っちゃってますけど、そもそも交渉するイランの政権首脳のほとんどを殺害した後であると。で、モジタバさん、後継者の人はね、暗殺を恐れてか出てこないわけです。なんならアメリカと交渉するためにイラン政権内や米国政府とのやり取りをすれば、イスラエルが通信を使った政府高官を殺しにやってくることまで想定内ということで、まあイランが交渉に応じる理由もないんですよね。なのでですね、イランと交渉してるっていう事実自体が、まあ嘘なので、虚偽なのではないかという疑いが今持たれておりまして、まあイラン側も、いろいろ交渉してるとアメリカは言っているんですけれども、そんなの嘘だ、フェイクニュースだと言い始めているような、まあちょっと藪の中みたいなですね、話が何回も今回出てくるんですけど、わけのわからない状況になっております。はい。なぜこんなやりたい放題な人物が野放しになっているのか、本当ですよね。イスラエルとアメリカを放置していることが国際上の問題ですからね。だから放置を破壊してしまってるんですよ。はい。まあでもインサイダーとかやってるような奴らはね、いるでしょうね。はい。間接的にすでに悪影響出てますからね。国際法違反を指摘する側がいろいろと罵詈雑言を言われるし、ただでさえ気候変動がやばいのに人類自らが首を絞めているという陳腐な物言いがそのまま当てはまりますね。はい。まさに石油でしかも揉めてますからね。もうどうしようもないですよね。アブソリュートさん、ここからカラスです。配信タイトルの元ネタが日本が負けるのってセリフが言ったドラえもんなのがまた有名ですね。第二次世界大戦を風刺して日本が負けるんだよって言った、ドラえもんは当然未来から来てるので知ってますみたいな、ネタがあったんですけれども、あと今ね、ですね、先に言ってくださった方がいますが、トランプが開戦の責任をヘグセス国防長官のせいにし始めました。トランプ大統領が安全保障本部の会合で隣に座っているピート・ヘグセスに対し、イラン攻撃についてピート、君が最初に声を上げたよね、Let's do it って言ったのは君だよと発言。状況が好転しない中、発言は責任転嫁を意図したものと捉えられているということで、もう逃げる気満々ですね。すごいな。自分でこれだけ始めてやっておいてですよ。まあ結局ネタニヤフとね、ピート・ヘグセスのせいにするのかの、まあもちろんネタニヤフにもヘグセスにも大変な責任はありますけれども、お前が始めた物語だろっていう話ですよね。いや、ほんとね、こういう人って徹底的に多責なんですね、やっぱり。まあ、最後の最後までは自分で責任取る気はないんだなと思いました。いや、ほんとひどすぎますよね。で、なんでトランプがこんなんなのかというと、うちの首相もあんまり人のこと言えないんですけど、周りをイエスマンで、固めていると言われております。外部からの圧力が強まる一方だが、側近の異論は限定的である。ガードレールの不在の政権は中性重視で意思決定集中ということで、ブルームバーグ、経済ネオリベのですね、ブルームバーグが今更慌てて、日経新聞みたいにですね、トランプをすごい非難してるんですけれども、
まあ、どいつもこいつもイエスマンしかいないと。で、まあ、男性が多いというのも特徴ですけれどもですね、女性も含めてですね、まあ、ジェンダー関係なくですね、まあ、トランプにはい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 っていう人しかいないわけですね。まあ、バンスはですね、今、副大統領はですね、ちょっと、イラン戦争があまりにひどいので距離を置き始めているようなんですけど、イランの戦争への決定が不適切だと大統領に直接進言した者はほとんどいなかったか、あるいは全くいなかった。関係者によると、マイルズ氏は大統領が選択肢を十分に理解できるよう努め、バンス氏は高官らに対し戦争の可能性について大統領に率直に意見を述べるよう求めたと。ってこの文章おかしいですよね。バンス、まあ、副大統領って一応、まあ、イラン戦争については批判的らしくて距離を置いてるんですけど、あいつって言っちゃったけど、何をやってるかと言いますと、他の、まあ、偉い人、官僚の人たちですよね、対して、大統領に対して、トランプさんはね、率直な意見を求めてるんだ、オープンなんだよって、率直に意見を言いなさいっていうことを言ってるということなんですよ。いや、自分で言えよって自分で言えよって話じゃないですか。だから、一番大統領の暴走を止めなければならない副大統領からしてもこんな感じなんですよ。ブルームバーグの記事によると。で、まあ、第一期の時はね、かろうじてトランプの暴走を周りの偉い人たちが止めてくれてたっていう風に言われてるんですけど、まあ、今回のね、第二期政権はもう最初から、まあ、トランプのお気に入りしか、周りにいないということでですね、まあ、マルコ・ルビオとかも含めてなんだかんだ言ってトランプについてくる人しかいないとまあマガな人しかいないということで、今のところ一話今なので、まあイラン戦争に関しても大きな異論はなかったということらしいです。はい。本当旗迷惑な話だなと思います。ギャンブルに来たら勘弁してよっていうね。いや、ほんと勘弁してほしいです。全員クビにしてほしい。まあ、トランプは逮捕してほしいけど。はい。見下げ果ての果てがないぜ。他人に責任をなすりつける者同士で意気投合してよかったですね。って。いや、トランプほんとでかい立花隆みたいな人ですよね。だから周りのね、人たちをね、みんなハイハイっていう人で固めてんのも一緒ですよね。いやだから全く信用できないんですよね。発言が2点3点するし、都合悪いと部下のせいにしだすからもう何を信用していいんだかわからないですよね。はい。いやー、ほんとね、高市とトランプの共通点多いんですよね、本当に。高市さんは、なんか最近は露骨に多席することは、まああんまりないのかもしれないけど、まあでも本質的にあんまり変わらないっていう。そう、バンズもね、結局何もしないですよね。口ではなんかちょっとね、勇ましいこと言ってるけど、まあ結局何もしないし、まあね、所詮ピーター・ティールの手下みたいな人なので、まあトランプの後の釜を狙ってはいますけれども、その野心はあるけれども、まあそれ以上のことは何もしないだろうというふうに終わっております。はい。そうですね。問題は立花隆よりもはるかに強力な権力を持っていることですよね。うん。そう、なんかね、だから先週の配信でも言ったような気がする。先週じゃねえな。面言の配信でも言ったんですけどね、面言配信でですね、将棋名隆さんという方の本を読んだので、ちょっと出すの忘れましたが、よかったらチェックしてみてください。周りに還元する部下がいることって結構、中国の儒教文化とかでは重要なんですよね。はい。なのでですね、だからですね、それが日本に来た時に、なんか、はがくれっていう言葉、本になった時にですね、それがオミットされて、なんか上の人にとにかく従うのが侍の美徳なんだみたいな内容にねじ曲げられたっていうちょっと話があったんですけれども、まあ、まさにそんな感じですよね。ここはアメリカですけどね。はい。いや、でも本当にね、このままほっといたら人類滅亡しますよ。はい。だから早くトランプを止めないと。はい。立花隆はマガキャップ被ってましたね。で、まあトランプ政権大本営という、まあニューズウィークはね、もう歯に着せるのもやめたような感じなんですけど、すごいなと思いますが、イラン戦争を批判的に報じれば免許を取り消しすると予告ということで、まあこれもね、どっかの電波低波みたいなことを言ってる人がいるんですけど、まあデマ対策の王様と言われている連邦通信委員会のブレンダン・カーという人がいまして、まあこの人も熱心なトランプ支持者です。米政権の批判
派の一人が露骨に違憲と表現した動きの中で、連邦通信委員会委員長のブレンダン・カーは、イランとの戦争に関しドナルド・トランプ大統領が気に入らない情報を報じたメディアに関しては放送免許を取り消す可能性があるとソーシャルメディアに投稿した。デマや歪曲といったフェイクニュースを流している放送局は免許更新時期が来る前でも免許を失う可能性があると、メッセージの冒頭で書いたということでですね。この前、VDEM っていう民主主義指数の測る、調査があるんですけど、それでね、一気に、20位ぐらい、世界ランキング20位ぐらいの民主主義国家、1位でも全然なかったんですけれども、アメリカがですね、50位まで下がったっていうことで衝撃を持って受け止められてたんですけど、もう全体主義に近いっていうですね、まさにその通りになってるなという感じですね。報道の自由度とかもだだ下がりしてんじゃないかなと思います。本当世界がこういう状況だったら反戦の訴えってものすごく重要ですからね。はい。だから反戦に反対みたいなこと言ってる人はね、戦争したい方でしょって思いますけどね。はい。従順さんのどこがいけないのか義務教育に取り入れてほしいですね。はい。陽明学の学者乗せた船はなぜか難破する話とかあった。ということでですね、笑えないですけどね。他にもですね、忖度マンの人はいて、FBI の長官、以前、ちょっとご紹介したんですけど、この人も極右です。カシュパテルは、米国がイランを攻撃するわずか数日前にイラン専門の傍聴専門家12人を解雇していたことが判明した。さらに驚くべきことに、これらの捜査官はトランプ大統領の機密文書事件にも関わっていた。腐敗と隠蔽工作のレベルは想像を絶しているということで、その12人クビにしたからといって、パテルが何か隠してるかというと、それはわからないです。それはわからないんですけれども、露骨すぎでしょっていう感じですよね。イランの、だって普通イランの専門家が欲しいじゃないですか。イランと戦争でやり合うんだったら。そうじゃなくてイランの専門家を12人もクビにしちゃったんですよ。もう露骨すぎますよね。ポルポトとかだったらね、確かに似たようなことをするだろうなという感じは受けます。ペタさんコンカラスです。反戦を揶揄する連中って大体リアリストを自立してるけど、でもこういう風には都合悪いことにはね、口塞ぐタイプの人多いですよね。ニューズウィーク、これもニューズウィークなんですけど、ほんと攻めてるんですけど、アメリカはまた壊した後、全然考えてないということで、イラク戦争を思い出せばですね、やっぱりこの戦争がですね、このまま進んでしまったら大変なことになるんではないかっていう懸念は当然ですよね。アメリカは2003年にイラクに侵攻した時、軍事的には全ての目標を達成した。数日で制空権を確保し、侵攻から3週間でサダム・フセインを権力の座から追い落とし、9ヶ月後に処刑した。あれから20年以上経った後の現在のイラクはどうなっているのか。ちなみにですね、世界で後で説明しますけど、中東って結構イランと仲悪い国も多いんですけれども、一番新イランなのは今のイラクだと言われてます。確かにフセインが率いたバーストは消えたが、代わりにイランと深くつながった政党や政治家が権力を握り、イランが支援する民兵組織が堂々と活動し、アメリカが2兆ドルと4488人の命と引き換えに再建したはずの国はアメリカの敵の影響圏に入ったと。イラク以外にもアメリカは中東でいくつのもの軍事作戦を成功させてきたが、結局政治的な結果が一致することはアフガンも含めてですけどもほとんどないわけですよね。だから、アメリカってよく批判されるとこですけど、軍事作戦に関しては確かに世界最強です。精鋭中の精鋭なので、だから倒せない国はないんですよ。でもいざ、フセインを倒したじゃないですか、9ヶ月で。フセインをで、悪の、帝王を倒したぞって言って、その後イラクがどうなったかっていうと、内戦状態に突入して何十万人もの人が死んで、結局イランの今勢力下にあるわけですよ。反米国家になっちゃったわけですよね。何やってんのこいつらっていう感じでしかないし、本当ね、旗迷惑としか言いようがない、その国家勢力だったとは思うんですけど、この辺のね、だから少しはね、私はオバマ時代に反省したのかなと思ってたんですけど、全然反省してなかったっていうのがトランプなわけですね。はい。そうです。パテルさんはね、覚えていらっしゃる方がいましたけど、バルハラみたいなことを言ってたですね。極右疑惑のある人ですね。はい。いや、でもエプスタインファイルをごまかすための戦争だとしたら確かに成功しましたね。みんなね、もう忘れ始めましたからね。あれだけの事件なのに。王様の首を跳ねたり革命が起こしたことがないことを誇っている国かき回すだけかき回して、あとは責任を取らないアメリカ合衆国っていうね、本当アメリカの最悪の部分が出てますよね。
で、ただですね、今ちょっと、アメリカはすごい、なんでしょう、暴虐を振るってるんですけれども、ちょっと先に暴虐の話を少しするか、ここだけちょっと取り上げたいんですが、キューバに対してもですね、非常に残忍なことをやっています。キューバが全国的な送電網の崩壊後、電力復旧を開始したということで、今ようやくですね、少し復旧し始めたそうなんですけど、日曜日に、キューバでエネルギーシステムの崩壊が起きました。何百万人もの人々が停電に陥り、一部ではね、病院も停電してしまったということで、病院の方が亡くなってしまったのではないかという憶測が飛び交ってます。ただですね、どの通信社も、キューバに入ってですね、調査することができていないので、確定的な事項ではありません。SNS でね、かなり刺激的なというか、センセーショナルなね、書き込みツイートとか何万人も何万人も死んだみたいな、ポストが結構ですね拡散してたんですけど、それはねさすがに今は事実として断定的には言えないと思います。ただですね、キューバがひどい目に遭ってるのは、明らかにアメリカのせいです。友好国だったベネズエラが、ああいうことになっちゃったじゃないですか。で、ベネズエラがああいうことになってしまったので、石油が来なくなったんですよ。で、石油が来なくなって、1月にですね、石油が全く断たれた状態になってしまい、ただでさえ、国内のインフラとかですね、それはキューバ政権の責任だと思うんですけども、老朽化していてですね、2022年ぐらいから、停電などでですね、医療などが立ち行かないような状態が、断続的に起きていたというふうに言われているんですけれども、土曜日の停電が過去1週間で2回3回というような今状況まで陥ってしまいまして、エネルギーインフラが半ば崩壊状態にあると。で、この状況を、トランプはだからせせら笑っていまして、キューバを占領する名誉をね、近いうちに私は得られるだろうみたいなことをほざいているわけです。もうこれ悪の帝王のセリフですよね、本当に。だからキューバの人たちが何十万人死んでもどうでもいいっていうのかよっていう感じなんですけども、もちろんさすがにね、キューバ政府も無為無策でいるわけではないので、なんとかね、発電施設を再開したりとか、今はだいぶ復旧されているとのことなんで、ちょっとね、そういうお国柄の国なんで、なかなか調査報道入れるの難しいと思うんですけど、実際ね、現状をやっぱり世界に伝えてほしいなと思いますので、何らかの形で、発信してほしいなとは思っております。いや、ほんとキューバの話ひどいですよね。ちょっとね、詳しい状況がだから分かってないんで、私もいろんなポスト取り上げたかったんですけど、全部裏付けがなくて、AP 通信が書いてることしか分かってないんですよ。首都ハバナのですね、総人口200万人のうちどれぐらいの人たちがね、どのような影響を受けたのかっていうことなんですけれども、でも200万人ですからね。信じがたい被害が出てるんじゃないかというふうに噂されてはいます。はい。で、キューバはただでさえ経済封鎖とか長年されて嫌がらせ続けてきたのにですね、そう、グアンタナモのキューバですからね、だから結局そのアメリカの悪い部分みたいなのをなんか押し付けてきた歴史もあるわけですよ。もちろんキューバだってね、全体主義国家なんで、そういう批判はイラン同様にあると思いますけれども、それとこれとはまた話が違いますよね。なので、人道支援に行ってる欧州の方々は素晴らしいと思います。はい。ということなんですけれども、で、今ですね、ただ、だんだん正直、イランの旗色が悪くなってきていまして、なぜかというと、ちょっとこういう話がですね、これ動画自体は、内容面白いので、見ていただきたいんですが、結構伝わるようになってきたんですね。今回、電力網が、イランのね、強気の脅しもあって、電力インフラを破壊されないで済んだじゃないですか。で、そしたらですね、イランは割と今強気になっていまして、事前承認制の許可制航路を導入するつもりがあるんじゃないかと。これもですね、正直まだ確定レベルではなくて、噂とかいろんな不確定要素が多いんですけれども、IRGC による目視確認が行われているらしいと。イラン革命防衛隊ですね。で、通行対価として約200万ドル、2億円ぐらい支払えばホルムズ海峡を通してやるよみたいなことを、おそらく革命防衛隊の一部の人たちだと思うんですけど、そういうことを実際に言われた船があると、いうことでですね、複数国が個別にイランと交渉し、なんとかしてうちの国だけは通してくれみたいなことを言っていると。
いうことでですね、まあこれに対してまあアメリカ側に基本立ってきた、まあ日本も含めた国なんですとから、結構批判が出ています。で、まあ批判のきっかけになった一つが、まあこれの事件もあって、15日の日にですね、5000キロ離れたインド洋の基地に注目ということで、インド洋のチャゴス島にあるディエゴ・カルシア島っていう基地があったんですけれども、なんとですね、この基地にいきなりすごい勢いでミサイルが飛んできたらしくて、ここですよ、位置です。4000キロ近く、まあ距離が離れているんですけれども、まあこれもね、米軍がはっきりしたこと言わないので、本当にイランの仕業なのかという、まあいろんな情報が出てはいるんですけれども、米軍がですね、撃墜したんだけれども、ディエゴ・ガルシア島に撃ち込まれるところだったと、いうことで、まあ、イランが超長距離ミサイルを、運用する能力がまだあるのではないかということで、まあ中東の国々はもちろんですけれども、イギリスとかも射程圏内に入っているので、まあ、めちゃめちゃなんか皆さんビビっているみたいでして、さすがに日本まではね、届かないと思うんですけど、まあ、イランをね、このまま放置しておいてはいけないので、もしかしたら、ミサイルをですね、止めるために、アメリカに協力した方がいいんじゃないかな、ぐらいの、まあなんかですね、ちょっと怪しい雲行きになってきているようです。はい。いや、キューバの状況をもっと本当正確に知りたいですね。知れたらですね、私の、配信等でも取り上げたいと思います。これをキューバ政府のせいにしてキューバの弾圧を言い立てる亡命キューバ人とかそこまでベネズエラとかイランと同じやり方やるんですかいや、イランのね、確かに弾圧は事実ですよ。それは事実ですけれどもね。はい。キューバの外貨獲得術たる医師の派遣もやめさせているらしい。ああ、そうなんですね。いや、本当にひどいな。いや、本当、キューバの人たちが助かってほしいと思います。はい。ということでですね。で、まあ、そのようなイランの状況を考えると、まあ、ちょっとイランに批判的な、ちょっと保守派の人たちの意見が続くんですが、ちょっと取り上げたいと思いますが、そもそもイランのホルムズ海峡封鎖や民間船舶の攻撃が違法行為であることを考えれば特例措置を認めることが不適切である。一方で日本船舶に限らず航行の自由の確保を求めることと米国イスラエルとは異なる立場を示すことでイランからの積極的な攻撃対象にならないようにすることは両立可能と。まあ先日ですね、まあ日本の茂木さんという人がイランとの個別交渉を考えていないみたいなことを口走ってですね、すごい非難を浴びてたんですけれども、なんで交渉しねえんだよみたいな、ことを言ってたんですけど、その茂木さんに対してなんかすごい用語が飛び出してきてたですね。まあこの人中東戦略研究所の方なんですけれども、まあ確かにこういう考えの専門家の人多いんじゃないかなと思います。で、こちらまあ保守寄りの今回はねかなりイラン寄りの話をしてくれてますけど、池内聡さんですが、これまでイランはしっぺ返し戦略でやられたとこにやり返してやるって言ってきましたが、発電所をやられると UAE やサウジアラビアの発電所を攻撃することになり、被害の規模によっては日本のエネルギー供給で欠かせない国がしばらく立ち直れないほどの大被害を受けかねない。イランと異なり重心性に乏しい国が多いということで、まあ正直ね、サウジアラビアはやられたら一貫の終わりだったと思うんですよね。まあだから私もね、世界を破滅させかねない攻撃だから、まあトランプの方に対してやめろと強く言っていたんですが、ここに来てですね、やっぱりトランプがやめたので、イランもそういう脅しをやめろみたいな動きが結構出てきました。で、なんか余計なこと言うやつがいるんですけど、そんなこと言ってる余裕は日本にはないですよ。私は予算委員会でも個別交渉の要望をしました。早く原油を入れてこないと日本の生活物資が回らなくなり、企業は倒産し国民生活は混乱します。イランと交渉しなさいと言っているのが、まあ神谷宗平なんですけどお前余計なこと言うなやっていう感じでですね、まあ現役船乗りの方が怒ってまして、こんな無責任な政治家がいる政党には投票しません。海運の現実とには分かってません。日本からだけ特別に通れるなんていう状況では今はありません。遺跡のタンカーには多国籍の乗船員、外国籍の船、海外の保険、要船契約など複雑な利害が絡んでおり、たとえ日本政府がイランと個別交渉して日本船は通行 OK となっても、多国船が通れない状況だったら航路自体が成立せず、保険も下りないしリスクも下がらないし、結局現場の船はいけないと。
いうことで、この人は保守派というよりも、現場のね、方の意見として、このようなことをおっしゃってるんだと思うんですが、なのでですね、神谷さんが余計なこと言ってくれたおかげでですね、なんか茂木さんへの擁護も高まってるんですよね。で、2隻がね、インド系の船が通過したというふうに言われてるんですけど、インドがどんどん運んできて国際市場に回してくれれば他の国も続くだろうけれども、20カ国声明の参加国は買いに行かないカルテルとなりつつあり、足抜けしないならば声明に参加せずイランと交渉して運び出せない国から転売してもらうことになる。23カ国ってイランと交渉した方がいいんじゃないのかということで、先んじてですね、すいません、ちょっと説明不足だったんですけど、茂木さんの発言の前提にはですね、こちらのですね、西側諸国、いわゆる西側諸国が、いろんなね、国々と、G7 とかですね、他の共同声明を発表して、イランの体制による全ての攻撃の即時かつ無条件の停止みたいなのを求めて、ホルムズ海峡を開けろみたいなですね、半ば脅しみたいなことを言ったわけですよ。いや、アメリカが攻撃してんのにこんなこと言うっかいな、みたいな、批判が集まったんですけれども、ただ結局ですね、こういう風になってしまうと、インドの運んでくる石油をわつかみんなしてイランに掛け合ってみんなで通してくださいみたいなことを言うか、だんだんこっちの選択肢が狭まってるわけですね。はい。アナミさん、コンカラスです。そもそも終戦するまで船に乗れないでしょ。根本的にはそこなんですよね。そもそもアメリカが戦争をやめない限り、まともにですね、タンカーを運用できるわけがないので、日本だけがそう特別みたいなね、神谷さんみたいな考え方で、私たちだけ通してくださいみたいなことを言っても、さすがにそれは無理筋だということですね。はい。で、イランにミサイルドローンを撃ち込まれているサウジと UAE は日本の原油の輸入先の、83% を占めているので、イランと単独融和してホルムズ海峡通行権を買っても、もしですね、彼らに拒否されてしまった場合、通れない可能性があるということなんですね。はい。で、これちょっとあまりに極端な意見なんで取り上げるの迷ったんですけど、非常にわかりやすくアメリカ寄りの立場の人だったので、ちょっと紹介します。いろいろね、長々と述べているんですが、イランの側が言ってることをですね、日本の報道はまるで日本の報道機関のようにことさら強調して報じているが、先日米国と首脳会談を行い、その欧米関係を強く世界にアピールしたばっかりの日本が裏でイランと取引しているというのは、米国の関係からしてもあまり考えにくい。これは確かにその通りだと思うんですよね。高市政権がやってるわけないのでで、やってないじゃないですし、やれないじゃないですか。で、もし日本のタンカーだけを特別扱いで通すのだったら、それは日本が、裏でイランにお金を払ったということになり、それはテロ支援国家を金で支援することになる。それはさすがに米国が許さないと。イランはですね、テロ支援国家であるのだから、ですね、トランプがイランと和平交渉をしているというのはね、違和感もあるし、言うことすべてを無条件、清廉潔白な真実としていちいち受け止めることはみんな被害をすぎるであると。イラン相手に交渉などではできないのであると。つまり、とにもかくにもアメリカが、現イラン政権を完膚なきまでに叩き潰し、二度と軍事的な反抗ができないようにするしかないのであると。なんかね、私こういう意見の人もうちょっと多いのかなと思ってたんですよ。なんか日本の右翼の人ってこういうこと言いそうじゃないですか。でもあんまりアンケート取ったら 9% ぐらいしかこういう意見の人いないっていう風に言ってるので、イランがですね、アメリカから見てテロ支援国家なのは事実ですよ。ヒズボラもハマスもそうですけれども、イランの支援を受けてるので、はい。それは事実なんですけれども、だからこれさ、イランの人たちがどうなってもいいっていう価値観じゃないと、こういうこと言えないっすよね。だって9000万人の市民がいるんですよ。しかも、当初は、だから、革命をね、手伝ってやるから放棄しろみたいなことをトランプは言ってたじゃないですか。だからハメネイを倒してやるから、あなたたちが放棄して民主的な政権を作ってくださいみたいな調子のいいことを言ってたじゃないですか。でも不可能だったわけでしょ。当たり前ですよね。革命防衛軍が生きてるのにそんなことできるわけがない。だからそんなことできないっていう、最初から分かっていたのにもかかわらず、現イラン政権を完膚なきまでに叩き潰すしかないみたいな言葉で言ってしまうのは、あまりにもアメリカに都合が良すぎるし、そもそもアメリカとイスラエルがやってることが戦争犯罪であるって分かってない人の意見じゃないかなと思います。そう。
イランがテロ支援国家ならですね、スーパーテロ支援国家ですよ、アメリカは。だってイスラエルを支援してるでしょ。まあ、イスラエルこそね、究極のテロ国家ですからね。はい。正直、高市とこの周辺あたり、その考えなんじゃないかと思います。あ、本当にそう思います。ウォーキングインソックスさん、ここからです。産経あたりの在日イラン人の戦争支持報道とか、その動画のコメントもひどかったです。あ、そうなんですね。それを裏付けるようなものがですね、さっきですね、ディスコードでいただいたんですけど、ありがとうございます。フジテレビですね、他国に抜け駆けしてイランと交渉し、日本のタンカーだけをホルムズ海峡を通過させてもらうなどという恥ずかしいことをしてはいけないのではないかと。日本だけタンカーを通してはやめた方がいいと思います。イランと交渉して、タンカーを通してもらえと騒いでいるが、これはやめた方がいいと思います。茂木外相の態度は立派です。抜け駆けを主張する人たちは反省した方がいい。アメリカとイランは同等ではありません。米国とイランを同等として扱っているものが産経されるが、それはいかがなものかと思う。米国は先制攻撃をして、これは国際法違反なのでけしからん。一方のイランは罪のない湾岸諸国を反撃と称して攻撃しており、これはけしからん。どっちも悪いという論調だが、我々はもう少しイランがどういう国かということを考えねばならない。イランはテロ支援国家であるという。米国及びその友好国にとっては脅威であるから、日本とイランは友好的だけど、まあ、それはそれとして、日本はですね、毅然とした態度を貫くべきであるみたいな、こと言ってるんですけど。こんなにアメリカに都合のいい同盟国ないですね。まあ同盟国だから当たり前っちゃ当たり前なんですけど。だからオタオタしてくれてですね、本当はイランと直接交渉できるだけの歴史的な素地があるにもかかわらず、それをやらないわけじゃないですか。もう完全な従属国家ですよね。だからこれでいいのかなって右翼の人たちはって私は素朴に疑問に思うんですけども、はい。まあただ言ってることの意味はわかるんですけど、あまりにもイランの人たちのこととかですね、我々の生活を考えてなさすぎの意見だと思います。まあアメリカの都合ファーストですよね。はい。まゆちさん、コンカラスです。安全第一ですもの、先に攻撃したアメリカとイスラエルが攻撃を完全に停止する以外にないと思いました。いや、全くその通りですよ。だから、まずイスラエルとアメリカが攻撃をやめないと何も始まらないじゃないですか。一応、フォローしておくと、池内さんとかはちゃんとそういうこと分かった上でこういうことをおっしゃってるんで、まあ、こういう人なんでね、分かるんですけど、他の方とかね、このフジテレビとかね、マジで分かってないですよね。はい。米国を批判しない奴が交渉はしない。今ホルムズ海峡にいる船には国として責任を持つっていうのはアメリカと結託して攻め滅ぼすって言ってるようにしか見えないです。通行のリアルを考慮しての発言かもしれないけど、現政権を支援できませんということですね。いや、そうなんですよね。本当、米国を批判しないで交渉しないっていうことは、じゃあイランが潰れればいいってことですかっていう。いや、それはそれでだから、それこそゲリラ化した革命防衛隊、イラン革命防衛隊の人たちがホルムズ海峡にずっと居座るかもしれないじゃないですか。破滅への道ですよね。だからどういうか、ハマスさえだってイスラエルは滅亡させられないわけですよ。あんだけのことやっておいて。無理でしょ。って言ってるんですけど、と思ってるんですけどね。いや、テロ支援国家はだからアメリカも一緒なんですよ。あんたらアルカイダとか散々支援してきただろって忘れたとは言わせんぞって感じですね。米国が一番の脅威ですからね。いや、本当にね、自分だけを棚に上げてイランだけ非難するの都合が良すぎますよね。アクエリアス・ヨッチャーさん、相葉修さん、コンカラスです。イランとアメリカ、イスラエルを同列に見てはいけないというところだけは同意できる。相葉修さん、ここからです。先日のヘイトデモが2カ所でやったもんだからカウンターに行くの本当疲れました。おー、素晴らしい。2カ所行かれたんですね。お疲れ様でした。ありがとうございます。祖国が攻撃されて死者が多数出てるのにイスラエル旗持って踊ってる人たちは。いや、もちろんね、イランの体制にハメネイとかに家族殺されたとか、そういう人の気持ちはわかりますよ。それはね、やっぱり他人が口出していいことじゃないかもしれないですけど、ただね、日本がそれを言っていいのかっていう話ですよね。日本だけ通せは現実的じゃないから他の国と連携しないという話であって、イランと交渉はすべきです。いや、全くその通りですね。だから投資家さんの意見をもうちょっとね、柔らかくしたら、22カ国でね、全員で交渉するみたいなのが一番良い態度なのかなとは思います。はい。
まあそれでアメリカ様が何を言ってるかなんですけど、共和党グラハム上院議員の発言吐き気がします。洋島ができたんだからカーグ島もできるだろうと。カーグ島はイランの石油輸出の9割以上が経由するイランにとって極めて重要な軍事地点であり、イランは死守するであろう。洋島での米軍死者は約7000人、人の命を何だと思っているのかと。まあこのリンジー・グラハムってこういう人なんでずっとこういうことを言ってるんですけれども、まあ洋島を攻め落とすようにですね、イランのカーグ島というところをですね攻め滅ぼせということを言ってるんです。まあこのカーグ島ってハールク島とも言いまして、イラン本土のですねホルムズ海峡から奥に入ったですね湾のかなり奥の方にある島なんですけれども、ペルシャ湾にですね、まあ、この奥の方に浮かんでいる島なんですけど、まあ、ここにですね、イランの石油施設、関連施設が集中していると言われまして、まあ、2万人くらいの方々がですね、住んでらっしゃるというふうに言われてます。まあ、主に石油施設の従業員の方ですよね。で、ここに、今、沖縄から海兵隊呼んだじゃないですか。で、沖縄の海兵隊の人とかを突っ込ませてですね、ハールク島を占拠してやれば、まあ、イランはエネルギーインフラを断たれるから、アメリカは勝てるんだみたいなことを、まあ、リンジー・グラハムは言ってんですよ。いや、ふざけてますよね。みんな死んじゃいますよ。だって、アメリカ海兵隊の人たちは確かにね、熟練したプロフェッショナルですけれども、まあ、せいぜいだって、日本からの勢力の人たちを合わせても5000人ぐらいしかいないんですよ。だから、革命防衛隊がここのハールク島にですね、まあ、ホルムズ海峡を防衛しながらの戦いになるでしょうけども、一気に攻め込んできたらですね、どれだけの甚大な被害が出るのかっていう話ですよね。はい。で、イランはその革命防衛、ややこしいんですけど、革命防衛隊とは別にちゃんとイランの国軍、陸軍っていうのもいるので、ハールク島をですね地上侵攻するっていうことになったら、まあ陸軍も出てくる可能性はあると思います。私も日曜日にはカウンター行きました。デモ行進にカウンターするの初めてだったのでくたびれました。お疲れ様です。シラク様、アメリカと同じ考えを持ってそれに賛同する人様がたくさんいらっしゃるようでした。トランプのパールハーバー発言といい、エセ愛国者って自国の戦死者を軽んじてますよね。いや、ほんとね、自国の戦死者の人たちも軽んじてますからね。だからこの人たちはね、やっぱり命を何とも思ってないんじゃないかと思っちゃいますよね。だって自分たちと同じ白人でアメリカ人でさえ、こういう風に扱うわけでしょ。まあ、兵士さんはいろんな人種の人いますけど、はい。そう、ゲーム版しか見てない人たちだと思いますよね。で、まあ、そういうですね、ただね、アメリカは、まあ、カーグ島を支配して勝利だというふうに言ってるんですけれども、まあ、さらにね、過激なことを言ってる人たち、やってる人たちがいて、まあ、イスラエルですね。トランプがイランと交渉してディールを結ぶという話をしている間、イスラエル空軍がイランの革命防衛隊の指揮所の攻撃を終えたと発表した。イスラエルが攻撃をし続ける限り、ホルムズ海峡は開かないだろうということで、なんとアメリカ側だからまあなんかねイスラエル側はなんか4月の初旬9日ぐらいまでには戦闘を終えるみたいなことも言い出しているようなんですけれどもこうやって交渉すると言っている間にですねこっそり爆撃して革命防衛隊の施設をまた破壊したらしいんですよ。でこんなこと続けてたら交渉するわけないじゃないですか。ずっとホルムズ海峡は開かないままですよね。だからさっき22カ国協議の話出ましたけれどもアメリカ側に立っていると思われている国がいくらでイランにいや海峡を通してくださいよっつってもイスラエルがバンボが爆弾を落としてる時に、そんなのにイエスっていうほどアホじゃないですよね。はい。まあなのでですね本当にこのイランだけが悪いからとにかくね攻め滅ぼせばいいんだみたいな考え方はねありとあらゆる意味で間違ってると思います。はい。読売はイランク戦争の際も国益追求のためなら政治はどうでもいいって言ってた。そんなこと言ってたんだ。してえな。聖者が一番重要なんだってばっていう話ですね。まあただねイスラエルがここまで強気なのにはまあ理由があってですね先ほどちらっと言ったんですけれども中東諸国に裏切り者がいるからだというふうに言われてます。イランからですね攻撃を受けた UAE やサウジアラビア、カタール、バーレーン等がイスラエルのですね攻撃を支援する方向に今動いていると。これイスラエルの保守派の新聞のね読売新聞みたいなタイムズ・オブ・イスラエルっていう新聞なんでちょっと話半分に聞く必要はあると思うんですけれども事実だとしたら確かにイスラエルとかアメリカがあんなに強気なのもわかるといえばわかる話です。でサウジアラビア
、まあ、全体主義国家でですね、もうイランも真っ青の、人権侵害国家なんですけれども、まあ、奴らってね、まあ、日本の漫画アニメ大好きみたいなことも言いながらですね、だから全体主義、国的にはね、全くの全体主義、イランとね、大して変わらない全体主義、人権弾圧国家だし、まあ、親米なんですよ。で、親米なので、ずっと、まあ、イランとは犬猿の中だったわけですね。で、ここをチャンスに、まあ、イランをね、攻め滅ぼせるかもしれないっていうふうに思い立ったら、まあ、ここでだけはね、イスラエルと手組んでやってもいいかという、まあ、イスラエルとももちろん犬猿の中なんですけれども、まあ、一時的にですね、手を組もうみたいなことをなんか考え出しているという話が、出ております。ただこれが事実だとすると、まあ確かにイランは実際にサウジアラビアや UAE ね、UAE もアフリカのスーダンというところで虐殺に加担しているとんでもない国なんですけど、直接攻撃してしまったので、まあ敵とみなされててもおかしくないわけですよ。だから中東諸国からも派兵されて攻め込まれるっていう風になると、まあ一気に窮地に陥る可能性は出てきていると思います。なのでですね、イランがかなり微妙な危ない立場になっているという話がいろいろ出てます。当初は攻撃に反対していた湾岸諸国が現在イランのミサイルとドローンの脅威がなくなるまで米イスラエルによるイラン攻撃を支持しているとのこと。イラン支持のオマーン以外は大同勝意とのことで、戦争は新しい局面に入っており短期収束の道は狭まりましたと。まあただね、本当こういう風になってしまうと、イランは意地でも最後まで戦う気がするので、本当に永遠にホルムズ海峡は開かないのではないかと。まあ、サウジアラビアの利益になっちゃうのでね、ホルムズ海峡を開けると、絶対に開けないですよね。っていうことで、我々にとっては本当に、嫌な話でしかないし、なんか悪の枢軸側が強くなってしまったので、最悪の展開だなと正直思います。はい。いやなんかね、愛国者様は自分が良ければよろしいっていうの、なんかどこの世界でもね、右翼の人たちの行動原理って変わらないんだなと思いますよね。自己中心的ですよね、非常に。はい。で、まあ、ただ、イスラエルが、それでもまあ、中東諸国からね、結構それでも非常に嫌われているのは、まあ、レバノンに対する攻撃などが理由ですね。まあ、この件もね、少し触れなければいけないなと思って話すんですけど、イスラエルのカツ国防相は22日、軍に対してレバノン南部の橋や住宅を破壊するように指示したことを明らかにした。イランの支援を受けてきたレバノンのシーア派組織ヒズボラの軍事活動を阻止するためだと言っているが、レバノン政府は民間インフラへの攻撃は国際人道法違反であると言っていると。まあ当たり前の話なんですけど、イランの指揮下にあるヒズボラというまあ組織をですね破壊するためとまあ称してずっとレバノンを攻撃してるんですよ、イスラエルは。でもみんなが使う橋を攻撃して爆撃して壊していいわけないでしょ。何を考えてるんですかね、本当にこの国は。まあ一時が万事なんですけれども、まあずっとこういうことを繰り返してて、まあ有料部分にちょっとなっちゃうんですけど、1000人以上がもう民間人の方が亡くなったというふうにも言われているんですよ。だからね、やっぱりパレスチナでやったことをですね、レバノンでもやってるし、イランでもやっぱり繰り返しやってるしということなんですよね。だから中東諸国の人たちもやっぱりそこまで愚かじゃないので、だからイスラエルが絶対にね本質的な意味で味方ではないっていうことは理解してるんじゃないかと思います。こんなわかりやすい悪の帝国なかなかいませんよね。ほんと普通。何もかもこれですからね。国際法違反じゃないことの方が珍しいんじゃないかっていう感じですよね。いや、戦争の報道ばっかり見てるからかもしれないですけど。あと1ヶ月で、いやー、でもなんか離法終了にこんなことで、イスラエルのせいでね、離法終了になるのは本当悔しすぎて寝れないですね。本当最悪ですよね。アメリカとイスラエルがいきなり攻撃したのが悪いですからね。はい。で、まあそのイスラエルのなんか偉い人の発言がなんか炎上していたんですけれども、テルアビブ大学傘下のシンクタンクに所属するイスラエルのアナリストであるオリット・ペルロフさんは、発電所攻撃の代わりに調子殺しをせよ、バヒディ、アラグチ、ガリバフの子供たちを始末せよ、親に手が出せなければ子供を殺せばいいと、イランの子供たちを、まあイランの高官のですね、子供たちを人質にとって殺害しろみたいなことを言い出してたらしいです。で、慌ててまあ炎上して削除したと。
まあ一応、用語にはならないんですけど、文脈のある発言で、なんか聖書でですね、調子殺しみたいな、まあ逸話があるらしいんですね。だから、その人間じゃなくて、その人の子供の、まあ一番上の子供を殺せば、そいつはね、おとなしくなって言うことを聞くだろうみたいな、発想らしいんですけど、いやー、なんかどっちがというか、だからイランがその全体主義国家だとかテロ支援国家だとか散々言われるじゃないですか。でも私はそのイスラエルのこういう人たち、シオニストの人たちとのなんか中世の時代から飛び出てきたみたいな、なんかね、その辺のだってその辺で人斬りをしてる侍みたいな感じの価値観じゃないですか、日本で言うんだったら。だからね、こういうもう人権の字の字も知らないみたいなですね、発想をできる人たちと価値観を交わせる気がしないですね。はい。何の意見も一つも通じないんじゃないかっていう気がします。もちろん身内の人に対する情とかはあるんだろうけれども、冗談でもこんなこと言えないですよね。で、この人がだってちゃんとしたイスラエル国家安全保障研究所っていうシンクタンクにお勤めなんですよ。身近なだってだから官僚とか超エリートの人にこんなこと言う人がいるってやばくないですか？だから私は正直なんかイランの大使の人の話とか、まあ、イスラエルの話をね聞き比べていると、まあ本当にねイスラエルの方がねはるかに全体主義的な国のように感じるし、全く価値観を共有できないなと日々感じてます。はい。ナノクロフトさん、コンカラスです。ベイルート爆撃とかめちゃくちゃなのだと。キャビさん、ゆっくりお休みになってください。ほんときつい内容ですいません。おやすみなさい。ゆっくりお休みください。中世から価値観を引っ張るならイランの歌をというですね。いや、本当にね、平和を歌った歌たくさんありますからね。前回読み上げましたけどね。で、これまたバズってたんでちょっと紹介するんですが、イスラエル社会は完全にファシスト化してしまった1932年のベルリンのようだと。アバイー・マーティンという人がエルサレムでの恐ろしい体験を語った。彼女が話した一人一人がパレスチナ人に対する気軽なジェノサイド用語のレトリックを口にしていた。映像はそれ自体が有名であると。まあ、We Need to Kill Arabs とか、なんか笑顔で言ってるね、映像が出てるんですけど、これね、まあ、古い映像を持ち出してきたらしくて、2017年の映像らしいんですね。2017年にこのアビー・マーティンさんっていう、まあ、反米のジャーナリストの方がいるんですけれども、エンパイア・ファイルズっていう、ドキュメンタリーを作って、その時の映像だということです。はい。なので、AI 生成とかではない完全な本物なんですけど、もう2017年からこういう感じだったっていうことですね、イスラエルは。で、アビー・マーティさんといえばですね、ガザ・ファイツ・フォー・フリーダムっていうですね、自由の大行進っていうですね、ドキュメンタリー映画を作られている方もありまして、なんとこの映画ですね、今 YouTube で無料で見れるんで、ぜひとも今回流しませんが、見てない人は見てみてください。ガザの人たちっていきなりだからハマスとかが武装攻撃テロをして、まあ確かに民間に殺傷は許されないことですけれども、イスラエルから今報復としてね、虐殺されてるっていうことしか知らない方が多いと思うんですけれども、そうじゃないんですよ。2019年に自由の大行進っていうですね、帰還の大行進っていうですね、自由を求めるデモ活動をしてたんですよ、平和的な。でも、イスラエルによって虐殺されてやめてしまったんですよ。はい。なので、まあ、その時代の話をですね、やっぱり知っておきたいという人はですね、ぜひとも見てみてください。はい。そう、ハメネイ一族を、そう、この論理で根絶やしにされてますからね。だからイランの人たちにとってはシャレにならないし、だからこんなこと言うやつらと交渉なんてできるかよっていう話ですよね。現代手帳の先月号がイランの歌の大特集でした。あ、そうなんですね。ありがとうございます。そう、帰還の大行進でしたね。すいません。すぐ出てこなかった。失礼しました。そうですね。だからね、帰還の大行進と言って、2019年にこういう平和的なね、活動をしていたんですよ。にもかかわらず、イスラエル軍の虐殺に遭い、結局ですね、失敗してしまったっていうことなんですよね。はい。だからですね、まあその絶望というか失敗があって2023年に至っているので、まあその文脈をやっぱり知る必要があるんじゃないかなと思います。
で、パレスチナ人の人に対する虐待、虐殺も今でも続いているのですが、パレスチナ人虐待真相藪の中って、また藪の中ってキーワード出てきたけど、兵士の起訴取り下げで幕引きということで、パレスチナ自治区ガザで拘束したパレスチナ人男性の虐待疑惑をめぐり、イスラエル軍が暴行の疑いをかけられた兵士5人の起訴を取り下げたという話が出ています。これ意味がわからんと思うんですけど、パレスチナ人男性の、なんて言うんですかね、パレスチナ人男性が無実の罪で起訴されて、それを起訴が取り下げたっていう話じゃないんですよ。パレスチナ人男性の虐待疑惑のある軍人5人を、起訴取り下げしてしまったっていうことなんですよ。だから、証拠もあるんですよ。で、床にうつ伏せになる、映像であるとか、肋骨が折られる映像であるとか、そういったね、確実な、証拠があるはずなんですけれども、その映像をですね、両親をもとに流出させた人がいまして、前法務長官がですね、映像の流出に関与したと認めた上で、卑劣な収容者だとしてもやってはいけないことがあると訴えて辞任し、その後ですね、イスラエルで逮捕されてしまいました。だから、両親に基づいて告発した人が逮捕されたんですよね。で、軍は、兵士5人への起訴を取り下げ、報道によると、被告が公正な裁判を受ける権利を保障するできる状況にないなどと主張して、結局起訴も取り下げてしまったと。で、とどめに、国防省のカッツっていう人が、軍の司法制度の役割は兵士を守ることであると言ったということで、だから収容されているパレスチナ人の人の、人権とかはどうでもいいのだと。兵士を守るのが司法制度の役割であるのだと。そういう風に言ってるんですけども、だから本当この人たちと話したくもないですね。なんかこういう価値観の人たちと何も共有できる気がしないですわ。もちろんシオニストのね、極右の人たちばかりではないことは知っています。この映像が流出したのもね、良識あるイスラエル人の法務官の方が、法務総監の方がですね、自分の地位を失うこともね、恐れずにですね、告発したことが理由なんですけれども、にもかかわらず、こういう結果になってしまったと。だから国自体がもう腐ってますよね。はい。ということでですね。ちなみにそのですね、この起訴に抗議して国会議員が軍の基地を襲撃したりしています。はい。イタマール・ベングビルっていう極右のね、おっさんがいるんですけれども、そういう人がですね、大挙して基地を襲撃し、兵士を解放しろって訴えてたんですよね。いやー、なんかとんでもないですよね。なんか痴漢冤罪でブチ切れるね、アンチフェミニストの人たちみたいですよね。そう。だから、こんなんだからね、ナチスのね、同盟者とか言われるんですよね。はい。本当に有職者もやりたい放題だし、イスラエルの内部批判も全く聞いてないんですよね。両親から法にや命令に背いた勇気ある方が救われないのは日本そっくりですね。いや、ほんとね、このままだと日本も東洋のイスラエルみたいになっちゃいますからね、絶対に止めなきゃいけないですよ。で、戦争とね、偏見とか社会的価値観とか右翼権威主義がね、関連性があるっていうのはね、これデータでも明らかになっていて、これ興味ある人は見てほしいんですが、イラク戦争の時にですね、テロだとか不法移民だみたいなことを言ってた人は、明らかに戦争に賛同する傾向があったと。イスラエルのこういう人たちがね、なんでイラン戦争にこんなひどい戦争に賛同するのかっていうのは、ある程度これで読み解けるんじゃないかなと思います。兵士を守るためにはちゃんと起訴すべきなのに、パレスチナ人を虐待する兵士が同僚に暴力振るわないと思えない。いや、そうですよね。明らかに暴力的な人間だから、軍から排除すべきだと思うんですよね。でも結局、懲罰されたというね、報道もないので。本当な、軍の法務機関が犯罪者を守るってどうなのって、軍人だからね、厳しく裁かなきゃダメでしょう。実際のところは。はい。取るに足らない細部という小説がもっと流行っていれば批判もしやすかったのに、そういう法務支配のようなものは機能してないんですよね。いや、もう本当はね、完全に機能不全に陥ってますね。ここまでやっぱり法が腐敗してると、やっぱり日本はね、なんか腐ってもね、法律が多少生きているので、はい、ここまでひどいことにはならない気がするんですけれども、高裁でひっくり返ったりするからね。でもイスラエルはですね、もうさすがにもうどうしようもないんじゃないですかね。はい。ということでですね、すいません、ありがとうございます。で、取るに足らない細部、
これですね、パレスチナの作家、アダニー・ヤシブリさんの小説ですね。ありがとうございました。小説は、紹介ありがとうございました。なのでですね、まあいろいろ言ってきたんですけど、ひどい国だと知ってますよ。イランだって人権弾圧をしてる。人権弾圧をしてね、民主派の人にひどいことしたことも知ってますけれども、でもそれでも私がイランに同情的なのは、まあ、彼らだけなんですよ。我々中東に住む人間の命はゴミじゃないと実力で主張したここ数年の政治勢力って。もちろんだからといってイランが綺麗な国だとはなりませんよ。人権を尊重してそういうことを言ってるわけではないから。自分のね、生存のために言ってることだっていうことは分かってます。分かってますけれども、だけど、イランの人たちの命だって地球経済と同じぐらい重いんですよ。当たり前の話じゃないですか。だからパレスチナ人の人の命だってそうだし、レバノン人の人の命だって重いんですよ。でも、ゴミのように扱うでしょ、この人たちって。だから、人がいくら死んでてさ、ひどいことしないでくださいよ。子供を殺すのはせめてやめてくださいよって言っても殺し続けるわけでしょ。で、そいつらが何の裁きも受けないのに、地球経済が壊れないっておかしいですよね。だから何の命が、奴らの命には何の価値もないみたいなことを3年間もこっちも言われ続けて、まあいい加減ね、呆れで反応する気力もね、ちょっと最近失いつつあったんですけれども、でもここでね、だからまあ確かにホルムズ海峡封鎖は違法ですよ。違法ですし、で報復攻撃とか良くないとは私も思いますけれども、でもね、まああそこまで反対した国ってイランだけなんですよ。アメリカとイスラエルに対して。まあその実力があったのがね、イラン以外なかったというところではあるんですけれども、はい。だからね、やっぱおかしいと思いますよ。あまりにアンフェアじゃないですか。中東の人たちは何人死んでもいいっていう話なんですかね。私はそんな話はないと思います。はい。そうですね。まあ結局法の支配が機能してないから国際社会もこんなになってるわけですけどね。力対力の世界になっちゃってるわけですよね。日本も原発事故や公害や諸々の差別や利権は十分批判できないのに外国人に厳しいですからね。本当はまあイスラエルのこと偉そうに言えないんですけどね。ベングビルはそうですね、逮捕歴あるんで徴兵経験ないらしいですね。はい。もうロシアもイスラエルも完全にネトウヨ国家ですよね。イラン批判とアメリカ、イスラエルを批判することは両立するのだと。いや、全くその通りですよね。何にもね、だから革命防衛隊を支持しろなんて誰も言ってないんですよ。私だって支持してないですよ。そう。だからね、まあ結局排外主義みたいなのが究極に煮詰まるとね、イスラエルみたいな国になってしまいますし、明らかに彼らの方がね、人の命を何とも思ってない態度を取り続けてるんだから、それはイランと同等じゃないでしょっていう話ですよね。はい。ガザで暮らす若い人たちが書いた歌やエッセイを集めた本を読んでいるんだけど、彼らの願いはあまりにささやかでやるせなくなってくる。猫と暮らしたい、家族と離れたくない、紙の本が読みたい、奨学金を得たから留学したい、友達とサッカーが見たいとか、日本にいる私たちからしたら当然の願いばかり。同じくらいの年齢の人も私よりずっと若い人も年を重ねられなかった人も毎日普通に暮らしたかったし、まあふとつながっている空の先にはドローンとミサイルが飛び交う場所があると思うと、ジェノサイドや戦争に反対をしないという選択肢は、思い浮かばないと。まあこれガザを生きるという本を読まれた感想らしいんですけど、全く同じ感想ですね。はい。で、ガザの攻撃が始まった時、イスラエルがパレスチナの人たちを国際法完全無視で踏みにじっているのを見て、これはどうにかすべきことだと思いました。翻訳者にできることは翻訳だから、ガザ翻訳を始めた。でも私は他の翻訳者も当然こぞって同じような活動を始め、出版社もどんどん反イスラエルの声明を出すだろうと思っていた。だってペンは剣よりも強しでしょう。歴史の文脈を読める人ばかりでしょう。弱き者の正義の味方なんじゃないんですか。文学とはそういうものでしょう。自分自身を含め権力から遠い社会の片隅にいる人々の愛花を救い上げるものじゃないのですか。みんな結構そういう本を訳そうと持ち込みしているのではないでしょうか。ガザの翻訳では呼びかけても答える人は少なかった。何人かは熱心だったけど多くが沈黙していた。ガザのジェノサイドをやってきたのはシオニストイスラエルとアメリカであり、今イランを奇襲攻撃し油田を破壊して私たちから原油を輸入する手段を奪ったのも元はといえばイスラエルとアメリカなのです。そこに尻尾を振り続けているのが高市政権であり、このままでは彼らに暮らしを破壊されます。全くその通りだと思います。まあ、最初敦子先生のね、翻訳とかにはずっとお世話になってるんですけど、だからその基本事項をみんな忘れすぎじゃないですか。アメリカとイスラエルのせいなんですよ、すべて。イランのせいじゃないっすよね。元を正せば。
からイランを死ぬほど追い詰めたからこういうことになってしまったので、結果的にねこういうことになってしまったのであって、そもそもねジェノサイドを繰り返してるのはアメリカとイスラエルじゃないですか。最初からそうですよね。間違ってます何かって思っちゃうんですけどね。法の支配に力を持たせるのはそうですね、私たち国際社会の責任ですね。だからやっぱり無法なね、ああいうことをしているイスラエルとアメリカに関しては、絶対に許してはいけないですよね。国籍関係なく誰にでも差別性や暴力性はあるし、他人事じゃなく自分事として向き合うのが大事だと思います。我々に反対している、我々と対立している、賛同しているっていう考えの人多いですよね。なんか敵味方思考なんでしょうね。戦争的な思考をするとそうなのかもしれないですけれども、全くそういう話じゃないのでね、はい、勘違いしないでくれって思います。もっと複雑な話なんですよ。ある意味単純だけどね。ある意味単純なんですけど、もっと複雑な話なんですよ。アメリカとイスラエルに苦しめられてる人がたくさんいて、それぞれの立場で反対してるっていう話なんですよ。はい。翻訳者のリーダーさん、最初敦子さんの訴えを受け止めてください。私は資本家に優勝で提供しながら磨いた自分の専門技術はあまりに多くの企業に踏みにじられているパレスチナの大地に生きる人々のため無償で注ぐこそ、この地球を破壊しかけている人類の活動を支えるのに重要だというふうに信じていました。なのでですね、翻訳にずっと原口翔平さん参加してくださっている人なんですけど、地球を破壊するアメリカとイスラエルのシオニズムとそれに積極的に加担していく日本の政治は当然ですが、私たちだけでは到底止められず、とうとう対イラン戦争に突入してこの世界全体をさらなる底なしの大量死の危険に陥れつつあります。それでも私たちは無力ではありません。一人には一人分の力があるのです。80億人が平和の扉を叩けば必ず地球は守られます。どうか恐れないでそれぞれの場所で立ち上がってください。いうことでですね、なんかまとめるようになってきてしまってるんですが、全くその通りだと思います。だからここでやっぱりアメリカとイスラエルをちゃんと非難できなかったらおしまいだと思うんですよね。だからいろんな国がね、結局アメリカの機嫌を伺っているようにしか私には見えないんですけれども、そうじゃねえだろって思いますよね。原理原則を守るんだったら、もちろんイランのやってることは確かに国際法違反なんですけれども、だからといってイランだけを非難して済むわけがないと思います。はい。というわけで最後にですね、国際社会でもようやくですね、こういうことを言う人が現れたのでちょっと取り上げたいんですが、ネタリヤフ氏民間人攻撃を指揮するということで日本にも逮捕義務があると ICC が言いました。国際刑事裁判所 ICC は21日イスラエルのネタニヤフ首相とガラント前国防相の、大逮捕状を発行しました。パレスチナ自治区ガザでの民間人に対する故意の攻撃を指揮したとして戦争犯罪の刑事責任を負っていますと、いうことでですね、今まで逮捕状まで発行してなかったんで義務までなかったはずなんですけど、日本など ICC 加盟国には、両親の逮捕に協力する義務が生じたということで、ですね、イスラエルはですね、来たら逮捕できると思います。はい。なんですけど ICC でネタニヤフに逮捕状を出した、フランス人判事さんが今苦境を訴えられてまして、ビザとマスターカードが全カード停止、一切の支払いが不可能になった。裁判官なのに犯罪者のように扱われている。判事、弁護士、政治家への威圧が進行している。トラップ政権が終わるまでブラックリスト解除はないと同僚に言われた。フランス大統領の介入にも米当局は無反応だったということで、これね本人の証言なんでどこまで本当なのかっていうのはちゃんと検証されてないみたいなんですけど、フランスはあまりにひどい仕打ちをこのニコラさんという人にしたので、さすがに怒って、いやアメリカちょっとやりすぎだろって言ったみたいなんですけど、でも未だにねビザカードもマスターカードもねこのニコラ・グイユさんという方は使えないそうです。はい。ひでえ話ですよね。なんで犯罪者の逮捕状発行したらこのビザカードとマスターカード止められなきゃいけないんですか。だからまさにこれが悪の帝国のやり口ですよね。はい。だから ICC の逮捕義務も日本にもあるし、だから茜さんがね所長やってるんだから逮捕するために努力しろよという話でしかないと思います。はい。いやでも本当で高市さんにネタニヤフ逮捕してくれる気がしないんですよね。そこが嫌なところですね。はい。ひでえ最悪ということでですね。だからですね、こういう報復をする国だということは、考えなきゃいけないんですけれども、イスラエルでもですね、反戦デモが起きているそうです。虐殺はたくさんである選挙目当てで戦争をするなということで、
イスラエルはね、なんか8、9割が作戦指示してたということで、やっぱり絶望感があったんですけれども、なんか大な意識が変化しているらしくて、まあ戦争反対というふうにですね、最初50人くらいしか集まってなかったらしいんですけど、数百人が集まるようになってきているそうです。最初からね、集まってほしかったという気持ちはあるんですが、イスラエルはですね、本当に参加者を押し倒したり、強制的に解散させたり、2人を拘束したというふうにも報じられてまして、もう事実上デモの自由がない国なので、まあ全体主義国家ですよね。まあこういう国で抗議するっていうのは本当に大変なことだと思うんですけど、まあこういう方もいるっていうことだけは忘れてはいけないなと思います。サズですね。サズですね。ここからです。そう、というですね。ということで、ちょっとまたいろいろ繰り返しになってしまった面もあるかもしれないんですけれども、アメリカ、イラン、イスラエルのまずは話でございました。ということですいません、もう1時間過ぎちゃったけど、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。ということですいません。日本の話になかなかいけなくて申し訳ありませんでした。ちょっとですね、急ピッチで進みたいと思います。日本とアジアの石油危機の話をしたいと思います。日本共同石油備蓄を活用と首相が発言、供給危機は収束しない見込みということで、もうお腹いっぱいの方いらっしゃいますが、まあちょっとですね、日本の話これからなんですよ、実は。日本は3月16日にですね、まあ民間石油備蓄をまあ放出するというようなことが、高市さんが言い始めたんですけど、26日にはついに公共備蓄も開放すると。で、共同石油備蓄からもまあちょっと供給してもらうと。大丈夫だろっていうまあ感じなんですけど、まあ相当ですね、まあ危機感はまああるのかなと思うんですけど、こんな記録的な石油備蓄放出をですねやってしまって、まあどれだけ石油が持つのかという心配がまた増えてきたなと思います。まあ赤澤ですね大臣によりますと、まあ、サウジアラビアのヤンブー港から、出港するタンカー船があったはずなんですけれども、今のところホルムズ海峡は誰も通れてません。湾岸でタンカーを停泊させている日本の大手海運会社2社は輸送停止し、船舶は安全な海域で待機していると両社が電子メールで発表したということで、まあ先ほどですね、イスラエル、アメリカのところで説明した通りですね、ホルムズ海峡に閉じ込められているような状態だということでございます。で、日本石油協会の人たちもまあ黙ってるわけじゃなくて、火曜日に自民党に提出した文書の中では、たとえ米国などから購入したとしても代替物資は6月までは日本に届かないのではないかというような危機感が報じられております。ですね。いや、警察にボコられながら本当イスラエルで反戦でもするのね、尋常じゃないと思いますからね、本当頑張ってほしいですね。今日国会中継見てたら本当に解決しないといけない課題がたくさん置き去りでしんどくなりました。備蓄があるのに石油が高くなるとばかり言うのは、マスコミが世間を煽っていると言ってた人がいたような。いや、全然煽ってないし、まあなんならですね、もっと煽ってるというか、日本のメディアは真実を報道しないので、私そういう価値観の人間なのでですね、SNS ではなく中央日報からちょっと、記事を持ってきたいんですが、韓国はですね、相当な危機感を持ってマスコミが報道してます。昨日の記事なんですけど、4月末から本当に原油が途絶えると、韓国の石油精製石油化学企業にシャットダウンの恐怖が生まれているということで、まあ、原油200万バレルを積んだ船がですね、ホルムズ海峡を通過して、まあ、韓国にも到着したんですけれども、事実上これが最後のタンカーになったそうです。この船を積んできた原油200万バレルは、HD ヒュンダイオイルバンクが生成する予定だが、次がいつ来るか、まあ、わかりませんと。で、中東産原油を迂回して持ってくる、まあ、案をいろいろ提案したりですとか、まあ、韓国もかなりね、努力しているんですけれども、まあ、やはりですね、日本と同様に中東からの原油に頼っていたので、
ヤンブー港につながるパイプラインだけで、1日最大900万バレル水準では、これまで200万バレルが通過したホルムズ大海峡を代替するには力不足ということで、サウジアラビアから経由してね、たくさん輸入してもやっぱり追いつかないよというような話が書かれてます。中東以外からの原油確保も十分ではない。米国、メキシコ、カナダ、オーストラリア、中東南アジアなどから原油を輸入しているが、量が少なく中東産と比べ原油活用度は高くない。通常は中東産原油をベースに非中東産をブレンドして生成してきたし、中東産原油がなければ非中東産だけでは円滑な生産は難しいと。中東からナフサの供給を受けている石油化学企業は実際に供給を減らさなければならない状況に置かれている。石油化学企業のナフサ在庫は通常2週間分しかない。これも日本と同じぐらいだと思うんですね。ナフサの半分は韓国の石油会社から半分は輸入するが、輸入分からのうち中東からの量は半分を超えており、稼働率を大きく下げる形でしか持ちこたえられないというような、話が出ております。韓国も正直ね、日本と似たような今状況に陥ってると思いますし、韓国のマスメディアの方がね、こうやって事実をはっきり書いてるのどうなんだと思います。はい。ちなみにおまけなんですが、イ・ジェミョン大統領がですね、危機管理能力を買われて、今支持率が 62.2% だそうです。自民党より高いですね。はい、おめでとうございます。はい。ABC ニュースが報じてるんですけど、石油不足がアジアの供給業者に打撃を与え始め、オーストラリアは危機的状況に直面しているということで、オーストラリアも大ピンチに陥っているそうです。米国とイスラエルの対イラン戦争によって引き起こされた石油供給不足の問題をまだ感じていないが、今後数週間で状況が一変し、アジアにある同国の燃料供給業者は影響を受け始めるであろうと。いうとこなんですけど、これ記事にね、興味ある方は読んでいただきたいんですが、オーストラリアの問題はですね、石油精製所が極端に少ないことらしいんです。日本とか韓国とかとはそこが状況が違うらしいんですけども、要は、自分たちでも自前でも、ある程度原油取れるし、いろんなところから輸入するね、チェーンは豊富なんですよ、オーストラリアって。この図の通りなんですけど、豊富なんだけど、石油精製所が2カ所しかないんで、もうとてもじゃないけど、自前で石油を生成して、運んでくるっていうことはできないと。だからよその国で生成してもらって、使える状態でナフサとか運んできてもらわなきゃいけないんだけど、そのルートがね、プチッと断たれてしまったので、大ピンチだなと。東南アジアから輸入してる分が軒並みないということでですね、どうすりゃいいんだという、危機に陥っているそうです。はい。日本もですね、生成できない生成しにくいタイプのね、アメリカ産原油などを大量に輸入した場合、こういう危機が顕在化する可能性も出てきますよね。で、あともう一つはサプライチェーンの遅れですね。石油が世界の海洋を移動するのには、大変長い時間がかかると。事実上閉鎖する前にホルムズ海峡を通過した最後の先ほどのね、韓国行きの石油タンカーは昨日到着したばかりであり、このようにですね、非常に長いルートをただでさえ今でも通っていたわけですけれども、これをですね、さらに、遠いルート、サウジアラビアのこっちの左側のですね、海を、通過するみたいなルートになると、さらに遠回りになって、その原油コストがですね、跳ね上がるということで、だからホルムズ海峡をいつも通り通行できない限りは、原油のコストが高止まりすること自体はどうしても避けられないというような話が書かれております。韓国よりも依存度高いはずの国がね、なんでこんなに危機感ないように見えるんでしょうね。ある人たちのせいだと思うんで後で言いますけど、赤松なんとかがアメリカからの原油調達を増やして全力で対応するってアメリカの原油調達で対応できないと思います。はい。ですね。なぜかというと、いろんな問題が同時多発的に出てきているからですね。先ほどの原油不足そのものも問題なんですけど、ヘリウムが今途絶すると言われています。カタールのヘリウム生産が止まって3週間になります。本市が13日付で供給網の新たな資格と講じて生じたこの問題は追加攻撃で局面が変わりました。報じられているところでは皆さん知ってると思うんですけど、アメリカがですね、イランの石油やそういったパイプライン
とかエネルギー施設を攻撃したんで、イランが報復としてカタールエナジーというところを攻撃しました。こちらがですね、世界の LNG の超大手だったんで、生産能力の 17% が失われ、復旧に数年を要すると、いうことで、ヘリウムのスポット価格が暴騰し、長期契約を持たない調達先から在庫がつき始める期限が近づいており、このタイムリミットはもう数週間ではないかという一部では言われてます。各企業はね、日本は結構各企業に在庫があるらしいんで、この記事ちょっと煽り気味なんですけれども、いきなりね、他国のようなね、超深刻な状況にはまだならないかもしれないんですが、ただヘリウムとか LNG も本当にやばいという、話はね、知っておいた方がいいと思います。何でも外国人のせいみたいになってて、他の課題が可視化されていない。いや確かにトランプとね、イスラエルのせいなんですけどね、今回は。外国のせいは外国のせいなんだけど。例の AI 軍事システム、パランティアのこと褒めてたんですか？常年司ですよね。信じられないな。パランティアの話は後でします。カタールへの追加攻撃で LNG 施設の復旧が数年単位になるというかなりまずいニュースが出ていますね。ヘリウムが液化保管の限界が約45日なので、4月上旬には物理的に在庫切れになる恐れがありますと。SK ハイニックスや TSMC は在庫はあると言っていますけれども、復旧が週単位じゃなくて年単位になった以上、どこかで製造ラインを止めるか価格が数倍に上げるかの2択しかありません。これは中東の喧嘩の話ではなく、日本のハイテク企業や産業インフラ、医療インフラなどの物理的な寿命がカウントダウンに入っているという、恐れが出てきていますと、いうところでですね、やっぱり非常にまずいのはですね、やっぱり医療系のインフラですよね。はい。医療とかで使うですね、いろいろなものにも石油系の燃料って材料ってたくさん使われているので、例えばですね、薬そのものがナフサ由来のものもあるわけです。ナフサからエプチレンやプロピレン、ペンゼン等の基礎化学品を作り、医薬品の、原薬合成の出発物質になっていると。アセトアミノフェン、イプフロフェン、アスピリン、いずれも石油化学中間体なしには合成できません。つまりパッケージできないではなく作れない。原薬、添加剤、包装剤、酸素すべてがナフサに依存していますと。先日やったね、ビホルダーっていうゲームだとアスピリンっていうのがアイテムとして出てくるんですけれども、こういうね、便利な薬っていうのも、石油がですね、原材料になっているわけですよね。なのでですね、こういうものがないと、はい、ナフサがですね、なくなってしまうと、そういった薬とかも作れなくなってしまうので、正直持病を持っている私のような人間だと致命的になる可能性も出てきています。はい。レアアースもね、みんな忘れてますけど、在庫やばいですよね。で、中国産のそういう肥料とかね、いろいろ今輸出制限を始めているものもありますけれども、そういったものもやばいと言われてますよね。イランへの攻撃に反対している人が多いという世論調査がありましたが、原油が滞っていよいよ日本の市民の生活に影響が出てきたら、日本の人たちは戦争を支持し始めるのではないか。いや、でもそこ恐ろしいですよね。攻めればいいんだって、イランを攻撃すりゃいいんだみたいなことで、さっきみたいに反転した物事を考える人が増えてくるのは恐ろしいなと思いますね。はい。移民や県民のせいという意味ですね。トランプやイスラエルはアウトだと思います。日本を滅亡させるのってこんなに簡単だったのかと。アセトアミノフェンを1日12錠服用しているので私は命に関わりますということで、いや、そうですよね。だから常備薬としてね、常用している方は本当にね、薬そのものがなくなってしまったらどうなってしまうんだということでですね。さすがにあまりにこのひどい状況にですね、シンガポールも切れ出しています。アジア経済は危機突入の恐れ、シンガポール外相がイラン攻撃に疑問と。シンガポールはね、独裁国で、安倍晋三首相が大好きだったことで知られている国ですけれども、バラクリシュナン外相は23日ロイターのインタビューに応じ、米国イスラエルとイランの戦争がアジア経済を危機に突入される恐れがあるということで、今の状況は1997年のアジア金融危機のレベルまで悪化するか判断するのは時期尚早としつつも、シンガポールはこの難局を乗り切るのみならず、好機として生かすための緊急対応策を準備しており、米国とイスラエルはイランを攻撃する必要性や法的正当性に疑問がある。戦争のために世界経済全体を人質にしているというふうに言及したということで
まあ結構ケチョンケチョンに言ってくれてますね。バラクリシュナーさんありがとうございます。当たり前ですけど、シンガポールの方々って中国に顔が利くので、結構中国はですね、シンガポールの言うことは聞いてるんじゃないかと思います。日本のことも悪い意味で聞いてると思うんですけど、だからシンガポールがですね、本気で怒って、まあ、このようにですね、ホルムズ海峡をなんとかしろっていう風に言ってくれるのであれば、まあ今ね、トルコが仲介しますみたいな手を挙げてるんですけれども、中国も少し動いてくれる可能性はあるかなという、まあそれは淡い期待ですけどね、あります。はい。まあいろんな国がやっぱ声を上げてほしいなと思います。いやでも本当太平洋戦争前夜みたいな雰囲気になってきましたよね。トランプに賛同し続けると高市や小泉も逮捕状出たりしませんかねっていう。いやでもね、本当イラン戦争に参加しちゃったらね、出るかもしれませんよ、真面目な話。はい。戦争犯罪ですからね、やってることがね。でして、まあ、腐っても NHK はですね、事実を報道してまして、ポリエチレン価格が 1.5 倍から2倍になる見込みだそうです。イラン情勢の緊迫化を受け、原油をもとに作られるポリエチレン製のゴミ袋を製造する都内の会社では、原料の調達先を多角化するなど対応を急ピッチで進めていますが、この状況が続けばどっかのタイミングで価格転嫁せざるを得なくなると懸念を示していますと。3ヶ月分の原料を確保していて生産自体に影響は出ていませんが、中東地域が9割を調達先を占めているので、まあですね、おそらく、まあ、膨大な値上げが発生するであろうというような話が出ております。まあなんかね、もうちょっと深くというか、そのポリエチレン製のものだけじゃないんだから、網羅的にいろいろ書いてほしいなという感じはするんですけれども、まあ書かないよりはマシかなと思います。そもそも5年ほど前から医薬品の供給が不安定になっていたので、これ以上供給されないというのは本当ね、どうなるのかという話だしね、それこそ中国からね、輸入している材料とかもあるはずなのでですね、危機的状況ですよね。日露戦争から太平洋戦争前夜までの、歴史を覚えられなくて教訓にできない傾向が強いからな。こんな強ぼい国を中国が侵略するって言ってたやつは何だったのか。ペニシリンの国産化再開に喜んでいる場合ではないですね。っていうですね。まあでもやっぱりね、NHK 内向きに見えますよね。ロイターに比べるとね、本当に。まあただ日本の経済界の人たちはさすがにね、ここまで能天気してるわけではありません。国内石化、非中東産ナフサ目当てということで、インドとかアフリカからですね、ナフサを持ってくるっていうですね、話が早速出てきています。今までまあ 44.6% が中東からだったらしいんですけれども、まあさすがにまずいだろうという話ですね。はい。ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、国内石油価格協会では深刻化していた原料ナフサの調達難に対し、代替調達が進んでいる。中東産ナフサの供給が滞る中、石化メーカーや商社や、調達交渉を急ぎ、インドやアフリカなどからの調達が具体化している。各社で状況が異なるが、早期に設備停止に陥る緊急事態が一段緩和したことは分かった。経済産業省も相手の国の関係当局にアプローチするなど官民一体で原料確保にあたり、石化誘導品や様々な製造業のサプライチェーンにおける生産活動の維持につながるということで、化学工業業界の人たちはね、本当頑張ってほしいなとは思いますが、どこまでしのげるのかなと不安ではあります。で、先ほどちらっと触れられてたんですけど、ロイターがまあダメ落ちの記事を出していて、米国からの原油輸入をしたとしてはですね、まあ先ほどなんか赤松健さんっていう人が、米国からの輸入をすればいいんだみたいなことを言ってたらしいですけどちょっと確認してませんが、日本到着が最短6月ぐらいになるそうです。遅いよ。米国から中東以外から原油を輸入しても日本に到着するのは最短で6月であると見込んでいることが分かった。日本石油連盟が作成した資料を24日ロイターが確認した。イランへの攻撃が始まった2月下旬時点でホルムズ海峡を通過済みのタンカーが2月に日本に到着するのは、まあ3月20日ですね。先日到着したんですけどね。石油連盟は24日午後、自民党本部で開かれた会合で同資料をもとに現状を説明。中東産以外の原油調達に向け EU対応を行っているとする一方、他国を同様取り組みをしており、調達のハードルが高すぎると。まあ、競争になってるわけなのでですね、韓国や、先ほどのシンガポールとかね、オーストラリアと取り合いになってしまったら、まあ、勝てない可能性も出てくるわけですよね。また、原油よりも石油製品の方が調達困難なので、まあ、なんとかしてほしいという話を自民党としてくれてはいるそうです。はい。
まあなんか民間の方がしっかりしてるってどうなのっていう感じなんですけど、まあそこはね、日本の石油業界の腐っても、大業界だと思いますので、頑張ってほしいなと思います。NHK には共産党組織が監視してて正しい情報を発信しないとか、こんな奴らがいる国が立派とはでいや NHK は共産党は監視してないと思いますけどむしろ逆なのでは。ゴミ袋より心配なプラスチック製品は他にもいっぱいあるしね。いや本当にね高くなると思いますよね。だから逆にまあ経済界の都合のみで動かすっていうのもねおかしいわけですよね。そしてですね、皆さんお待たせしました。こういった危機的状況をですね、今までロイターとかね、外信系のね、独自の、情報源から、私紹介してまいりましたが、日本のマスコミはどう報じているんでしょうか。はい。MBC 毎日放送、第3次オイルショックのようでも日本は心配不要。過去から学んだ3つの危機対策。一方で中東に今後新たな火種か。不足分をアメリカから購入へ。ということで、ただ全部をさすがにアメリカから購入しろみたいなことはさすがの彼らも言っておりません。迂回ルートで33%、サウジアラビアからってことですかね。国家備蓄放出で 33%、節約で 10% から 15%、残り 20% はアメリカとか他の国から運んでくればいいんだということで、MBS 毎日放送なんですけれども。こんな雑な解説あるかってそもそもですね、国家備蓄がこれなくならない前提の話ですよね。国家備蓄がなくなったらどうすんですかこれというか意味がわからないですよね。だって国家備蓄っていつかなくなるじゃないですか。国家備蓄がなくならないように調整してなんとかしなきゃいけないよねって、なくなる前に、その命が尽きる前になんとか解決しないと日本の未来がやばいですよっていう話をみんなしているのに、迂回ルートはいいとしても、迂回ルートと節約はいいとしても、33% 国家備蓄放出が100% グラフの中に入ってしまってるのってどういうことなんですかねもうなんか当面をしのぐことしか頭にないんだと思いますけれども、なんか解説もめちゃくちゃなんですよね。第一次オイルショックの時は、32カ国が加盟していて、なんかそのね、協調的に公共放出できるから大丈夫なんだみたいなこと言ってみたり、いやそれでもだから他の国との奪い合いになるって言ってるでしょっていう話なんですが、1日の石油消費量317万バレルのうち、迂回ルート国家備蓄放出でそれぞれ 33% を賄い、10%、15% を節約し、不足分の 20% をアメリカから購入するという方法がありますと。アメリカの石油備蓄は4億バレル、1.7 億バレルを4ヶ月かけて放出する計画で、1日あたり140バレルとなる計算であり、ホルムズ依存度の高い日本、韓国、インドなど国々で取り合うことになるだろうと。一応専門家の方はですね、取り合うことになるだろうということは言ってくれてるみたいなんですけどこのグラフ見てもそうは思わないよねこんな報道してたらね、それはみんな喫緊の危機じゃないよねっていう風に思っちゃうんじゃないかなと思いますはいつうことでね、もうすっ込んでろよ MBS はよ。放送しないでいいよ毎日放送しなくていいからこんな右の報道が左に思えるやつらっていうのは、国民の自己決定権や人権感覚がしっかりしないと国もそういう方向に行かないですよねって。そうですね。結局なんかね、贅沢は敵だみたいなこと言い出しかねない人たちですからね。節約で 15% も減らせるんですかね。暖房節約したら命に関わる人がいると思うんですけど、そこの辺どうなんでしょうか。マスコミもろくでもないし、日本みたいな国はわざわざ侵略しなくても滅ぼせるのではないかですね、働いても生きる気がしなくなってきました今までと変わらず安心してくださいということでですね、はい、そしてそういうですねこういうですねマスコミの報道に対しては政権はどう答えているかという話なんですけど、ガソリン販売を抑制しないで、石油元売り会社などに、経済産業省が要請したという、話が出ております何を言ってるんだこいつら。いやーちょっと勘弁してよって感じなんですけど、イラン情勢の緊迫化で一部のガソリンスタンドなどからガソリンの仕入れが難しくなっているという声が寄せられていることを受けて、経済産業省は石油元売り会社や商社などに販売の抑制をしないよう呼びかけたことを明らかにしましたと。
経済産業省資源エネルギー庁の統括調査官は備蓄も含めて日本全体として必要な量を出しているので通常通りの産業活動をしてほしいとの趣旨で要請しました。目詰まりが起こらないよう隔たりなく石油製品が届くようにしてほしいという、いや目標としては立派だけどさ、そういう問題じゃないよね。まあさすがに NHK ね、そこまで腐っても NHK なんで、まあこんなこと言ってる場合じゃないと。企業努力では太刀打ちできない状況です。休業したくてしているわけではありません。ガソリンがないと商売になりません。いち早く解決に向かってほしいですというような、まあ、素朴なというか当然のコメントを出しているんですけれども、まあ、入浴施設とかですね、温泉などもですね、次々と、まあ、重油不足で、まあ、ボイラーを止めたりしているところが結構あるそうでございましてだから、そんなの当たり前だろうとしか思えないですね。あと、大手塗料メーカーのね、日本ペイントさんって有名なとこなんですけれども、シンナーが 75% 値上げになるそうです。75% 値上げってほぼ2倍じゃんっていうまあ話なんですけれども、まあこういう状況がね、先ほども解説したように戦争状況が続く限りは、まあ、迂回ルートを通ってきたりですね、結局ホルムズ海峡を通る今までのルートが通れないということは輸送費とか保険費用とかがバカ高くかかるっていうことじゃないですか。だからアメリカとイスラエルの攻撃が止まない限りはこの状況が延々と続くっていうことになりますよね。はい、だからもしホルムズ海峡を限定的に通してくれたり迂回ルートで石油を確保できるようになったとしても値段自体は高止まりしたままっていう、まあ、可能性が高いわけですよね。いやー、経産省が今言うことなのかという話なんですけどね。まあ、とどめにですね、ガソリン補助に8000億円かけるそうです。政府が予備費では決定したということで、2025年の予備費8000億円を活用し、ガソリン補助金の財源となる基金を積みますことにしてるんですけれども、いや、だから、この状況でさ、だからガソリンの補助金増やしても意味がないんだって、まあ、需要を抑制しなさいよ。だからガソリンの値段を一時的に安くしたとしてもいつまで攻撃が続くか分かんないんだから備蓄をねちゃんと保つようにしないとですね意味がないじゃないですかどういうことなんでしょうね。まあなんか本当何がしたいのか全く分かんなくなってきましたね。いやーもう何考えてるのか分かんないですね。もう官僚も機能不全に陥ってるんですかね。これだから上位形は通常通りは何月何日まで続くのか。 75% 値上げは働かされて何もできなくなっていると思いますっていうですね。もう官僚の人たちもね思考が回ってないのかもしれないですね。あれやれこれやれあれやれみたいな、まああれやれの例としてね、まあついでに言うんだけど、まあ自民党運動方針で早期の憲法改正実現に努力みたいなことをまあ言い出しているんですけども、勝手にやってろって感じですね。憲法は改正させません。というかあれだけ憲法のね9条の必要性が明らかになった後によくこんなこと言えますよね。こんなことやってる場合じゃないから。はい、ということですね。で、まあ、先ほどの船乗りの方なんですけれども、アゼルバイジャンからですね、カザフスタン原油の輸入をも検討しているという、なんかもう苦し紛れだなと、まあ、イスラエルとかが使ってる手段なんですけどね、アゼルバイジャンって新イスラエルなんで、まあ、私は嫌いなんですけど、カスピ海アゼルバイジャン大半済みでですね、カザフスタンから、まあ、アゼルをですね、経由して、まあ、ロシアを避けてですね、通るっていう手段が、まあ、考案されていると。しかしその場合、地中海ジブラルタル海峡、大西洋、キボー島、インド洋、マラッカ海峡、南シナ海、日本、スエズ運河、紅海、バブ、エル・マンデブ海峡を回避っていうですね、この極めて壮大なもう地球一周みたいなルートを通らないと日本に来れないんですよ。往復で3ヶ月行かないってことですかね。長い航海になりますねって、まあこれは皮肉だと思いますね。いや、船乗りの方にこんな揶揄をされてたらおしまいですよね。だからそのね、現実性がないですよね。日本から確かに地球の裏側の国まで候補にしたら、それはブラジルとかいろんな国ありますから、ベネズエラだって産油国だし、いろんなね選択肢あると思うんですけど、コストのことを考えてないですよね。ガンダムじゃないんだから、コスト無視でなんかやろうって継続しようとしたって意味がないし、まあ、それこそねドラえもんのねできたらいいなみたいな話ですよね。
本当高市さんってそういう話好きだなと思うんですけど、まあこれは、ちょっと無理なルートではないかと思います。NF104 さん、ここからです。昔プラス工場に勤めてましたが、今材料代が爆上がりだと思い、そうでしょうね。来月が恐ろしいですね。憲法9条からの恩を仇で返しよってからにマゼランですかね。慌てすぎてよ。わさビーフも生産中止になりましたしね。そうですね。わさビーフもね。だからわさビーフとか身近なものがね、なくなった時点でね、危機感を持ってほしいですよね。はい。で、多分そのうちテレビで賢い備蓄術とかみんなで石油節約とか流し始めるんじゃないかと思っていますが、私も絶対流すと思います。そういう問題じゃないっていうことをしっかり認識してください。物資が途絶えないように政府が動くべきなんであって、個人の努力でなんとかなる問題ではありませんということですね。はい。おっしゃる通りだと思います。はい。で、まあちょっとすいません。すいません。ちょっと予告しないで出しちゃった。ちょっと衝撃的なミソジニスティックなちょっと画像が、写真が高市さんの出ますので、ちょっと注意してください。ホワイトハウスのカメラマンはわざとやっているに違いない。そりゃそうでしょう。そしてその悪意はともかく写真家として才能があるのは間違いありません。表現したいものをこれほど雄弁に物語るショットは凡には撮れないということで、なんかホワイトハウスでですね、いや、さすがに、左翼の人でこれちょっとバカにする文脈で出してる人いるんですけど、さすがに乗れないですね。ホワイトハウスがですね、なんか高市さんいじめみたいなことをやってるんですよ。この前の、トップ会談の写真がですね、これ、どう見てもこれ悪意あるでしょう。だからなんか高市さんをですね、なんか女性として貶めるかのような、まあ彼女がこういう普段からこういうベタベタしたことをやるのがまず悪いんですけど、態度が悪いんだけどさ、それはみんな分かってることだと思いますけど、でも明らかにバカにしてんですよね、トランプは。まあトランプというかホワイトハウスの人間ですよね。だからなんでこんな写真写りのやつ選んだのっていう。だからわざとやってるだろっていうですね、日本人への見下した態度がひどいんじゃないかっていうことで、リベラル派の人も結構怒ってくれているそうです。なんかね、向こうのリベラル派の人にかばってもらうの本当に情けなくなるんですけど、ミソジニそのものだと思いますよね。はい。そうですね、アルメニア市民にもね、人権侵害してますからね、アゼルバイジャンはね、本当なんか類友感があんまり詳しくないんであれですけど、はい。ホワイトハウスの撮影班は意図的にやったと書いている。普通は首脳会談でホワイトハウスのオフィシャルサイトがトップ画面にこんな写真を選ぶはずもない。これに米政府とトランプが高い位置をどう見ているか分かっていてしんどい。スペイン語圏ではピエロなどと書かれていたということで、だから他のね、先週も取り上げましたけど、やっぱり外国語圏でもバカにされる対象になりつつあるわけですね。ね、極めつけがこれなんですけど、以前これ TikTok で紹介した映像と同じやつだと思うんですよ。インドネシアのね、大統領にですね、めちゃくちゃベッタベタしてた時の、ちょっと嫌な映像なんですけど、それはね、ベタベタしてたら高市さんが悪いですよ。悪いんだけど、これを動画を作ったのもね、高市ファンの人が悪いんだけども、これをね、めちゃくちゃバカにするような文脈でですね、取り上げてね、日本の首相はこんなやつですよ、みたいな、ことをですね、このように、書かれてしまってるそうなんですね。外交の場で高市さんの振る舞いが気持ち悪いことが見つかり、あっちこっちで話題になり始めている。日本で初の女性首相がこれなのはさすがに厳しすぎるっていうことで、いや、ほんと厳しいですね、正直。きつい。ちょっと止めるか、きついから。きついですね。なんか本当ミソジニ国家を宣伝されてるみたいでですね、ちょっと日本人としてかなり厳しいものを感じています。はい。さすがにね、左翼の人はこれを揶揄しちゃいけないんじゃないかと思います。はい。だから明らかにやっぱりレイシズム的な文脈でバカにされてるところもあると思うんですよね。はい。いや、メローニさんだったらね、めっちゃブチ切れてると思いますよ。私をバカにするなって言ってると思うんですけど、でも高市さん多分何も言わないと思うんですよね。だから余計舐められると思うんですけどね。ホワイトハウスのホームページに載ってるんですよ、これが。こっちの映像、写真がね。いや、安倍と石破はこんなことされてないですからね。完全に女性蔑視の文脈とアジア人蔑視の文脈も入ってると思います。はい。で、女性蔑視かつ、レイシャル、で、差別ですよね。はい。でね、本当にね、だからこうなるから、こういう動画をね、出すなと私は強く主張していたんですけど、
絶対ネタにされるじゃないですか。だからね、こういう変な動画を出さないでくださいよって。まあ、高市さんの振る舞いがそもそも悪いんだけどさ、言ってたんですけどね、なんか聞き入れられなかった結果、まあ、ちょっとこういうことになってしまって、まあ、すっかりね、日本が世界から置いてかれてバカにし始められているのはね、非常に残念なことだなと思います。はい。なんですけれども、最後にちょっと藪の中のみたいな話がまた出てきているので、ちょっとその話をして日本編終わりにしたいんですが、米国連大使が変なことを言い出しました。日本の総理が自衛隊による支援を約束したと主張、ホルムズ海峡の安全航行の確保でと。イランが封鎖を宣言しているホルムズ海峡をめぐり、アメリカの国連大使が高市首相が航行の安全確保への支援として自衛隊による支援を約束したと、ウォルツさんっていう人なんですけれども、主張し始めました。CBS テレビの番組に出演し、ホルムズ海峡での石油タンカーの安全航行のため日本の協力についてこのように述べた上で、同盟国は本来あるべき姿を取り戻しつつあるのではないかと、主張しているそうです。何この話ってちょっとおかしくないですか？だって断ったんじゃないの？断ったんじゃないのと思って、まさかという感じで、ロイターを確認したんですけど、政府与党内日米会談への評価が広がるトランプ氏の真偽が不明ということでですね、なんか自民党も何が起きてるか分かってないみたいな恐ろしい話が書かれています。自民党はですね、高市さんの会談の様子をすごく褒めそやしてまして、マスコミの報道と一緒ですよね。高市氏は全体的に外交がうまい、外交は経験でなくセンスだと思った。一番評価したのは高市氏がトランプ氏と対等に話せたことだ。トランプ氏から無理難題を押し付けられずに済んだのは最大の成果である。日本が自衛隊の艦船を派遣しないことが一番大事だ。イラン側も高市氏の姿勢を評価してくれるのではないかと。自衛隊の艦船を派遣しないことを評価してるのはいいとして、いくらなんでも楽天的すぎだろって、お前ら高市ファンかみたいな、ですね。自民党の今の人たちのね、考え方がよーくわかる、能天気極まりないコメントがね、恥ずかしいことに掲載されてしまっているんですけれども、誰も語ろうとしないっていう、なんか急転直下でフォラーみたいな、見出しになってきまして、一方最大の焦点だった中東情勢の自衛隊関与については疑念がくすぶっている。政府中枢を担う関係者が、高市氏からトランプ氏に対して日本にはできることとできないことがあると説明したのは事実ですと述べる一方では、それにトランプ氏がどう対応したのか、米国に同行したメンバーは誰も話そうとしないと。要は高市さんが言ってること嘘ではないんですよ。嘘つきを発揮してるわけではないと。日本にはできることとできないことがあるんです、閣下と。憲法9条の制約があるんですということをですね、トランプには説明してくれたそうなんですよ。説明したんだけれども、トランプがそれに対してどう反応したのか誰も何も言ってないらしいんですよ。何これって恐怖なんですけどって。だからトランプが何かしら言ったはずじゃないですか。高市さんがそう主張したこと、自民党の人たちがですね、憲法上の制約があるからホルムズ海峡に艦隊派遣できないよって言ったことに対して何かしらの反応をしたはずなんですよ、トランプが。恐ろしいトランプ大統領が。だから何を言ったのっていうことを誰も一人も何も言ってないと。で、内々どういう話があったのか誰もまだ聞こえてこないのでわからないと多くを語らなかったということで、おそらく石破さんとかね、内閣から遠い位置にいる人たちはもう本当に分かってないんじゃないかと思います。いや、これ恐ろしい話ですね。トランプ大統領から高市さんに言われた言葉を誰も知らないんですよ。だからコアメンバーの人しか知らない、ついてった人たちしか知らない、しかもみんな口を閉ざして黙ってるというですね、恐ろしすぎる。そして、ウォルツさんがこういうことを言うというですね、トランプさんは何を言ったんでしょうかね。はい。気になります。八芒星さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。いやー、この世のすべてがなんか藪の中ですね。ネトウヨがホワイトハウスの写真をこんな AI 加工写真を載せて切れておりました。それは正しい切れ方だろうかな。どうなんでしょう。いや、ホワイトハウスは普通に悪意あると思いますよ。そんな話してたって、やっぱりね、アメリカは自分の都合のいいように解釈するわなというですね、対等に話してないし、高市は国民に首脳会談の内容をつまびらかに説明せよと、我ら主権国民が置いてけぼりの外交交渉。
いや、そこを明かしてもらわないとわかんないですよね。会談の内容言わないんですもんだって。で、まさか密約なのかっていうようなね、噂もあるんですけど、そこまでロイターは分かってないそうです。はい。ロイターが分かってないっていうんでね、分かってないだと思いますが、毎日新聞は、高市首相は米のリーダーシップを支持したと表明、ドナルドだけ発言を説明ということで、参院本会議でですね、割と問い詰められたわけですよ。見た方もいらっしゃると思うんですけど、米国によるイラン攻撃は国際法違反でありますので、立憲民主党の柴さんという人が、トランプ氏の力による平和を肯定しているのかと正したと。また首相はトランプ氏からホルムズ海峡の航行の安全に貢献するよう要請があったと説明し、我が国の法律の範囲内でできることとできないことがある旨を詳細に説明したと、柴さんに返したんですけど、具体的な言及は避けたということで、やっぱり説明しなかったということでございます。トランプ大統領、日本には憲法上の制約があるが支援してくれる。高市日米首脳会談の場で、日本は憲法9条の制約がある。オルツ国連大使、ホルムズ海峡への自衛隊派兵を高市首相が約束した。木原官房長官、具体的な約束をした事実はないと。この4つのね、藪の中みたいなね、矛盾した証言を総合すると、ウォルツさんは、約束という言い方をしてますけれども、約束はしてないんじゃないかと思うんですよね。でも、トランプと高市の言ってること矛盾してないんで、憲法上の制約があるってことは説明したと思われるんですよ。憲法上の制約があるけども、私は支援したい気持ちであるんですって、自衛隊も派遣したい気持ちがあるんですみたいなことを高市さんが、仮にですよ、仮に大統領と称される人物にですね、仮に言ってたとしたら、この4つの話ね、別に矛盾しないんですよね。いやー、恐ろしすぎるわ。そんな軽口で日本滅ぼされたらですね、さすがにちょっと、やっぱ今のうちに高市政権を滅ぼすべきじゃないかという、考えが頭をもたげてきますね。いやー、ほんと国会でこれさすがに追及しなきゃまずいっすよね。でも官房長官ごまかす気満々だからやっぱり逃げ回るんじゃないですかね。秘密外交ですよ、これ。TPP などの貿易も情報の公開性が疑問視されてたけど、そんなんばっかりですね。できることと言ったというのが気になるんですよね。何をできるって言ったのかっていう。山添にはあれだけバカにした態度を取れるならトランプにもできますよねっていう肩すくめてましたからね。〇〇することは不可能ではない。〇〇してくれるぐらいには解釈するのではないか。そう、トランプって自分の都合のいい方に解釈する人なんで、だからそういう人におべっかみたいな、だからね、私はやりたいと思ってるんですみたいな言い方しちゃいけないと思うんですけど、だって約束したって思われるじゃないですか。結局日本は、アメリカ、イスラエルが早期に勝利して、その後 NATO が全てを何とかしてくれることに国家としてかけている。それ以外の選択肢を用意していないから、備蓄を取り崩しながら祈ってるだけであると。はい。ということで、日本の話でございました。ご清聴ありがとうございました。祈ってるだけかいっていうですね。はい。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。鈴内さん、ここから最悪ですわっていう。いや、でも本当ね、やりたいと思ってるんです。自衛隊派遣したいっていう希望はあるんですみたいなこと言って、あとはね、投げ合って、すべてが解決されるのを待っておりますみたいな態度最悪ですよね。本当。日本の未来を海峡に捨ててこないでください。無謀すぎるし情けないですし、卑弥呼の時代の政治かよっていう。昨日翼の塔の配信見てたら、こういう状態になったら憲法改正して自民党の役割を明記しなきゃならないという。いやー、そんなこと言ってるんだ。翼の塔ももう終わってますね。結局 N 国回帰してますね。昨日、明日は全国17カ所で平和憲法を守ろうスタンディングやりますということでですね。はい。皆さんも参加しましょう。できる方は出ていいんですけど。はい。何が外交手腕やねんというですね。はい。ということで、
イラン戦争の話でございました。まあ大変ちょっとカロリーの高い内容、しかも2時間もかかってしてしまってすいませんでした。ですね、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。で、あとですね、あとはまあちょっと軽いと言ったらちょっと語弊があるんですけれども、まあ国内のですね、まあヘイトだとか、デマゴーグだとか、まあちょっとそういう話がいろいろ今回の戦争関連でいろいろ出てきているので、ちょっとそういう話をしたいと思います。まあ、ただ強いものにそうですね、すがってるわけじゃないってところがポイントなんですよね。だから習近平は強い相手なのにオラついてるじゃないですか。だからそこにやっぱりレイシズム的な考えがちらつきますよね。だから差別意識だと思いますよ。白人に対してはああなのに中国人に対してはああだっていうのは。はい。そこが一番ダメなとこだと思いますけどね。はい。だからね、純粋に力だけで考えてくれるんだったらまだマシだったんだけど。はい、ということで戦争は絶対良くないということで、反戦漫画嘲笑事件の話をしたいと思います。まずその漫画の前段の話からなんですが、こういうツイートがバズりました。220万回再生されています。友人が某企業から依頼され、デモ参加者の顔写真をデータ化されてリスト化する仕事を実際にやりました。そのリストはすでに企業間で共有されています。AI を使えば一瞬で特定できますし、あなたが大丈夫と思っている間に将来の就職や案件から音もなく排除される仕組みがもう動いているんです。ということでですね、まあ先日の、憲法改憲反対デモにですね、1万1000人が集まったということで素晴らしい盛り上がりを見せていたと思うんですけど、ああいう反戦デモに参加するとですね、企業に就職できなくなるんだよって、シールズみたいな目に遭うんだよっていう、まあシールズは就職できてるんですけど、まあこういう話がですね、まことしやかに囁かれているんですけれども、こんなことやったら企業の方が大問題になるでしょ。パランティアかよという、まあ話なんですが、ただパランティアが導入された場合、ガチでこういう事態になるかもしれません。最近 X ではデモに参加する人は顔写真などをもとに監視対象とされるという陰謀論が出回りました。まあこれはただアメリカではすでに陰謀論ではなくて実際に行われています。ICE や FBI は顔認証システムを監視に悪用している。とはいえ、だからデモに行くなと主張するのではなく、日本はアメリカのような国にしないようデモに行こうと主張するべきであろうということで、まあこの記事興味ある方は読んでほしいんですけど、今年の1月にはミネソタのアイスを監視する団体でボランティアとして活動する女性がアイスの捜査官に尋問され、彼とは面識がなかったにもかかわらずすでに顔と名前を知られてしまっていたという出来事があったそうです。彼女は国内テロリストのデータベースに記録されていたと。まあ高市さんがねお会いしてたねパランティアという企業はこういうシステムを作っている会社なわけです。記事によると顔写真などをもとにリストアップされたアイスに対する抗議者の位置情報はパランティアが開発したツールによって簡単に特定されてしまうという。今月にはすでにパランティア CEO のピーター・ティールが来日しており、高市さんらと会談しているので、日本にもこうした監視体制が敷かれる日はそう遠くないかもしれないということで、はい、まあほっといたらですね、人権とか、表現の自由が完全に、オミットされて、まあこういうパランティアが全てを支配するディストピアになってしまうということなので、反戦デモに行くのは重要だと思います。はい。ということでですね。そうですね。まだやつの話もありましたからね。これが認知戦か。こんな企業なら入りたくねえわって初愛国カルトのブログで見たような。ふざけるな。こういうのが220万回再生で金儲けするんだよな。この人ブルーバッジつけてないんでガチの人だと思うんですよね。なんか趣味でやってるっぽいのに、こういう普通にこういう発言しちゃうのはまあ陰謀論者の人じゃないかと思いますけど。まあ日本ではさすがに今は陰謀論なんですけど、アメリカではすでに陰謀論の世界ではなくなってるということですね。いや、この流れには本当に抗わないとまずいですよ、マジで。はい。顔認証システムで全部管理されたら終わりですからね。はい。いや、ほんとね、シャレにならないディストピアは近いですからね。スパイ防止法国家の情報省の仕事ですか。三菱重視事件とかもありましたもんね。単なるツッコミだけど、そんなことやってる企業がそんなに簡単に情報を漏らすのかっていう。アイスって、アメリカでね、移民と呼ばれる人たちをね、とっ捕まえているね、ギャンググループみたいなのがいるんですけど、そいつらは、パランティアからそういう装備を、まあ、トランプのね、国を経由してもらって、こういうことをやってます。はい。なので、なんだろう、パランティアが情報提供してるのはあくまで国ですね。はい。FBI とかに情報を提供して、まあそこから、まあアイスがね、アイスの戦闘員が情報をもらってるっていうことですね。
だからこういう世の中になったら本当ね、秘密警察がね、世の中にはびこってるのと一緒なんで、絶対防がなきゃいけないですよね。将来的にはあり得る話なので、陰謀論と一緒に伏すことができないのがね、いや、本当ね、現実になっちゃいましたからね。はい。絶対パランティアなんかと連帯したらダメですよ。はい。こいつら最悪ですから。顔認証でね、人を特定することを何とも思ってない連中なので、はい。人権侵害です。はい。でフランチェスカ・アルバネーゼ氏、私の報告書ではイスラエルへの犯罪の加担を指摘したパランティアは私たち全員にとっての脅威です。パレスチナ人はその最初の犠牲者に過ぎません。日本のメディアは今すぐパランティアの犯罪性について報道しないと手遅れになります。気づいた時には何も報道できなくなるでしょうということで、国連のね、フランチェスカ・アルバネーゼさんが、ずっとね、イスラエルを批判している人なんですけれども、パランティアはね、イスラエルのそういう、警備システムなどにもですね、直接 AI で殺人をしてるっていうわけではないようなんですけれども、殺人システムを提供してるわけではさすがにないようなんですけど、やってるということなので、イスラエル国防軍に使われているようなシステムはですね、絶対に導入してはいけないということだと思います。はい。いや、ほんとね、お先真っ暗ですよね。だから絶対パランティアなんかと協力しちゃダメですよ。で、本題に入るのですが、その監視社会のですね、そういうこと言ってるって情報っていうことですね。すいません。ありがとうございます。はい。だから今では、陰謀論の段階なんですけど、パランティアが導入されたらそうもならなくなるので、パランティアに反対していく必要があるなと思います。はい。で、本題なんですけど、こちらのエッセイ漫画がバズっておりました。はい。考えすぎ人間が反戦デモに行くまでということで、これ読んでない方はですね、ぜひ読んでください。面白いです。面白いし、全くもって問題のない内容です。1ミリも問題ないです。非常に、だから、あまり今までですね、デモとかに参加してない人が、デモに参加している実体験の話ですので、全くもって問題ないし、このね、考えすぎのね、タイプの人間が反戦デモに行くまでっていうですね、タイトル通りの内容なんですけれども、とても優れた漫画なので、皆さん読みましょう。読みましょうという感じなんですけど、ポストの引用がひどいことになっております。ちょっとすいません、読みますが、この人の考えるは戦争反対を表明する理由に終始していて、なぜ戦争が起こるのかについては政府が勝手に始めるという程度の解像像しかない。何が面白いって私はこんなに考えたと喧伝しているところだ。知能が素朴すぎるみたいな。知能が何とか言ってる時点で、これ差別なんですけど、これただの誹謗中傷ですよね。そもそも戦争反対を表明する理由を考えてみたみたいなことを言ってるんじゃないじゃないですか。じゃなくて、なぜ戦争が起きるのかを考察するみたいな漫画じゃないでしょ、明らかに。反戦デモに行ったっていう体験談を語ってるエッセイなんですよ。だからなぜ戦争が起きるのかなんて政治に詳しくない人は分かるわけないじゃないですか。分かるわけないにもかかわらず、本来別に漫画に求めるべきではない要素を、じゃあこれはどうなんだって、これ、ファッターバウトイミズって言うんですけど、こういう奇弁ですよね。じゃあこれはどうなんだって、お前迫力ある戦闘シーンをかけてないけどどうなんだみたいなことを難癖つけてんですよね。で、難癖つけた上で私の批判の方が正しいみたいなことを言って、最後は誹謗中傷で締めるっていうですね。いや、恐ろしいなと思います。でもなんかこんな奇弁が 1.2 万回いいねされちゃったせいで、なんかすごい、ですね、X ではね、火の海になってしまいました。はい。だからなんかこういう露骨な奇弁とか人格中傷みたいなのが、奇弁だとか人格中傷だってわかんないんですかね。多分わかんないんだと思いますけど、正直レベル低いと思いますよ。知能が素朴だとかそういう差別的なことが言いたいんじゃなくて、人格を非難するっていうことは、基本的に誹謗中傷になるんで不当じゃないですか。批評として。だから、批評と誹謗中傷は分けなきゃいけないし、誹謗中傷は行ってはならないので、作者の人の人格を否定するようなコメントは入れてはいけないんですよ。レビューの中に。だから基本中の基本だと思うんですけど、こういうコメントがですね、なんか山ほどあります。本人は考えすぎと自認しているが、全くロジカルに考えずに気分の変化を延々と語ってるだけなんだよなって。いや、エッセイ漫画なんだから別にそれでいいでしょって。だからなんかね、考えるという意味が違う人なんだみたいなことを言ってるんですけど、ひどいですよね。これただの誹謗中傷でしょ。だから、エッセイ漫画を書いている作者さんだからといって、エッセイストの本人の人格を問題にしちゃいけないんですよ。
で、まあ最後にだから高市さんを批判してるコマがあるんで、コマの時点でただ外交が分かってない人なんだみたいなですね。まあこれも決めつけだし、考えなしだみたいなのも、これもね、人格否定ですよね。だから本人がよく考えて勉強しているつもりであるけど、インプットが全然足りてなくて、事前知識が足りてないって、いやだからそもそもだから政治に興味ない人だって書いてるじゃんっていう。なんか全部こんな感じなんですよね。基本的に全部人格誹謗、人格中傷でね、考えてなさすぎ人間みたいなですね。まあこういうね、こいつヒマーノンだったと思うんですけど、だから本当ね、なんか誹謗中傷だらけなんで、どうかしてるなって正直思いますね。なんか他の人が誹謗中傷してるからって、誹謗中傷見ず知らずの人に誹謗中傷していいわけじゃないですからね。はい。で、誹謗中傷って批評の中でも一番レベルが低いものなんで、はい。こういうことを書いてしまう自分のね、まあ、性格とか批評能力の、っていうのをですね、少し反省された方がいいんじゃないかと思います。はい。やっぱ、鶴山さん、ここからすです。大貫さんみたいなこと言ってんなっていう、大貫さん言いましたね、さっきね。一応恥ずかしいですね。クソカスで終わってる。いや、ほんとピントがずれてるし、トンチンカンなんですよね。だからなんでそういう漫画じゃないのに、だから今のそのイラン戦争のその状況を政治を知らない私なりになんかなんだっけ、岸谷蘭丸だっけ、ああいうやつみたいにね、知らないのに知ったかぶって考えてみたみたいな内容だったらそれは批判されると思うんですけども、そういうわけじゃないですからね。はい。そう、作品自体の批判を超えて作者の人格に触れたらレビューは失格なんですよ。で、エッセイはその本人の感情を書くものであるわけじゃないですか。だから本人とのね、完全な切り離しっていうのは難しいところもあるかもしれないんですけど、そこをきちんと切り分けて、レビューするっていうのが、まあ、技術だと思うんですけどなんだろうな、この人たち。技術がないのになんか偉そうだなっていう感想しかないですけどね。はい。戦争を仕掛ける人間は世の中複雑なんですともっともらしいことを言うエゴイズムを語り立てるので、私たちはシンプルに反省を叫べばいいです。いや、ほんと反省を叫ぶことの重要性をね、表明してますよね。こういう人たちがたくさん出てきますからね。で、これが蓮見敏子の場合、称賛するんですよね。もうそうなるとただの党派性ですよね。腹立つ反戦漫画作ってやるというですね。こういうマウント取る人のせいでみんな政治に無関心になっちゃうの、本当嫌ですよね。いろいろうるさく文句つけてる人がいますが、何も気にしなくていいと思います。戦争反対は安全に暮らしたいと思う思想以前の人間の当たり前の気持ちであり、強いも何もないのです。その気持ちも埋めて専門家を集めて知恵を絞り交渉するのが政治家の仕事であり、良い漫画を書いてくださいましたということで、いや、基本的にこれでいいと思います。戦争反対だって、それはね、政治的意思表明ですよ。政治的意思表明だけど、まあ、党派性とかあんまり関係ない話なんで、はい、左とか右とかの問題ではないですよね。で、戦争反対を黙らせたい人たちがほぼ全員自分の自己肯定感の話をしていて胸がキュッとなりました。私が戦争に賛成するような人間だというのか、デモに行く人間が善で俺が劣っているというのか、私をバカにしているからお前らが黙れみたいな。稼ぎだけ役立たず失敗したら終わりでお前の代わりいくらでもいる、従わなければ全員終わりだと国から言われ続けてきたらそうなるだろう。私たちはみんな毒親に育てられた虐待児のようだと。まあ国からのやっぱりね、教育虐待みたいなのを我々全員が受けてるんじゃないかというね、認識ですけれども、まあなんだろう。実際に虐待されてもですね、こういうメンタリティにならない人とかもいらっしゃいますし、メンタルの問題のみ、個人の問題にですね、全てを引きつけて考えるのは、それはそれで危険な考えなので、まあちょっと参考程度にとは思ったんですけど、まあそういう傾向はあるのかなと思いました。冷笑するっていうのはね、やっぱり自分の痛い部分からちょっと逃げたいっていう気持ちがあるんじゃないかなと思うんですよね。政治思想ではあるけど、現代にとってはね、基本的に戦後はね、戦争が犯罪であるっていう前提で我々暮らしてますからね。抑止論も戦争だけはいけないが、元一戦じゃないのかよと思いました。そもそもね、抑止するために武力持ってんじゃないんですかって話ですよね。だからイランの使い方が一番正しいんだよな。トランプ大統領も勝手にイラン攻撃しましたしね、個別に複雑な歴史経緯はあるにしても起こっていることは大量虐殺ですからシンプルに反対することに反感を持つ意味がわかりませんということですね。
これは高市氏や自民を批判すると寄ってくる人にも同じように感じていて、自分が信じて自民党に投票したのに自分が信じていたものがダメだったのことで、これ以上自己肯定感を削られたくないという感情があるのではないかと。ぶっちゃけ高市さんを批判したから僕言ってるだけでしょって感じがするんですけどね。このコマが全ての原因だと思います。いや、このコマを書いたこと自体が悪いとは言ってないですよ。はい。という感じなんですけど、今ちょっとコメントありましたけど、また別の事件がちょっとありまして、平和を願うウサギイラストを攻撃する異様な世界ということでですね、世界中から戦争がなくなりますようにという、このようなですね、何ら政治性のないイラストが投稿されたんですけれども、これね、ツイッターのスクリーンショット、本当はね、転載するのもあんま良くないのかもしれないんですけど、転載してるブログなんですが、これがですね、反日というレッテルを貼られてしまいまして、作者の方が削除するという事案がございました。裸足の弦の世界だということでですね。だからこの手のですね、見るに耐えない大量のコメントがつけてられてたんですけれども、なんか一番ひどいのはですね、私にはこのアートの目的が反戦なのか反日なのか分かりません。反戦を歌う反日勢力は存在します。感情的に反戦だけを歌うことは反日勢力を利することになりかねません。感情的に反戦を歌うことを否定するのは私なりの反戦活動なんです、みたいな。いや、なんかね、戦争は平和だとか言ってる人がいるんですけど、いい加減にせえよっていう。ダブルスピークですよね、これもはや。戦争は平和って言ってるじゃないですか。戦争が平和なわけないでしょ。ね当然ながらですね、称賛の声が大半だったんですけど、作者の方が気にしてしまうらしくてですね、だから直接リンク貼ってないし、激励のコメントとか皆さんしないでほしいんですけど、このところおかしくなってしまいましたということで、ちょっとコメントを残されてですね、削除されてしまいました。うさぎ画家が平和を願うイラストを描く見たくなかった左翼活動家に落ちたといった声が寄せられ、作者さんが謝罪し削除に追い込まれるということで、いやー、ひどい。もうなんかファッションですね。雰囲気が。いや、このイラストでだって文句が出るんだったら何書いても文句が出るでしょって、反戦って書いた時点で文句が来ますよね。どうにもならないと思うんですけどね。はい。ですね。オタクの反戦でも企画されてて、オタクは飛躍が動員されてるって、映画哀れなる者たちでも霊障主義の男に主人公のベラが傷つくのを嫌がっている子供だとわれるシーンがありました。ありましたね。あれ面白かったですね。いや、本当にこれ最悪な事件でしたね。こんなマウントだらけだと誰も語らなくなるし、やばいし、いろいろとこの件はモヤモヤしてしまいましたね。ひどい話ではありますけどね。ネギ育女さん、コンカラスです。本件についてカラスマさんはこんなのに目くじら立てる人はファシストではないかと思いますとコメントだとされていましたが、これは誹謗中傷には当たらないという認識ですか？こっちの漫画の件ですよね。さっきのなんだっけ、田中さんの漫画の件なんですけど、確かに私そうやってコメントしましたよ。全く誹謗中傷に当たらないですね。ファシストって政治思想なんで、立派な政治思想ですよ。だからファシストだと、自分を自負されているのであれば、ファシストであるっていう風に名乗った方がいいんじゃないですか。だから別に私はもちろん普段から民主主義者なんで、全体主義者に対しては非常に厳しく批判していますけれども、ファシストっていうのは、例えばね、頭が悪いとかそういうこと言ったら差別だし、誹謗中傷に当たると思いますけど、ファシズムっていうのは政治思想なんで、別にね、自覚的にファシストって唱えてた人たちいますよね。はい。なので別にファシストと人を言うことはですね、誹謗中傷には当たらないと思います。はい。統一教会を批判してからその間違った言説を言ってください。具体的に左翼の政策見たんかいというですね。はい。ということでですね。こういう人はね、左翼の政策とか何言ってるかとかね、もちろん私がファシストって人を言ったりするのはレトリック的な部分はありますけれども、そういったところも検討してないんじゃないかなと思います。ご回答ありがとうございます。いえ。戦争反対は反日はすごいと思いました。だからこれファシズムだろっていう。ということでですね、日日さんもそういうこと言ってるんですけど、やっぱファシズム真っ只中ですね、日本。政治的発言、フォロワー壊れたから数年、とうとう平和を求める声までが対象になってしまいました。世界中から戦争がなくなりますように絵をアップした人が急におかしくなって暴走していたと謝罪に追い込まれるのは非国民の再来でしかありませんということでですね。私もだからこの日日さんの見解にやっぱり同感でして、国民
まあ、日本国民とあえて言いますけれども、全体が、そういった戦争反対とか言うべきではないみたいな考え方を言うのは、反民主主義的な発言なので、やっぱりファシズムに近しいんじゃないかなと私は思います。はい。ですね。で、まあ、こういうことを言う人のね、話、まあ、私、22日にもですね、してるんですけど、まあ、これはね、別の霊障家の人なんですけど、世界中から戦争がなくなりますように、こんなこと言うのは左翼だけなんです、みたいなことを言う人がいたんですけど、まあ、これは逆じゃないかと思うんですよね。戦争賛成とストレートに言うと角が立つから、まあ、予防的な敵基地攻撃に賛成みたいなことを言うわけですけれども、そういうこと言うのって右翼の人だけですよね。基本的に、まあ私もそうだし、まあなんだろうね、ノンポリの人とかも基本戦争は嫌だって言うじゃないですか。まあ自分なりのね、理由とかだったり、まあ特にそういう、なんだろう、保守的なね、自分の生活を守りたいんですよ。そうやって巻き込まれたくないんですぐらいの理由かもしれないし、勝手に殺し合ってるよぐらいのね、気持ちかもしれないけど、まあ基本的には、ノンポリの人からね、保守派の人から左の人まで全員戦争に反対だと思うんですよ。でも、右翼の、まあロシアの例えば特別軍事作戦みたいなこと言ってる、まあ、プーチンっていうおじさんがいるじゃないですか。まあ、ああいう人とか、ネタニヤフ、まあ、イランの核開発は我が国の存亡の危機にせよ、まあ、彼らはやらなければ自分たちがやられるんだっていう理屈で戦争を正当化してますけど、私たちは、こういう極右とか右翼じゃないんで、殺し合い自体が、まあ、悪いことだと考える。だから、理由があっても戦争を反対しなければならないというふうにですね、まあ、道徳規範上もそうだし、実際に外交上もそうだっていうふうに考えるところなんですけど、やっぱり戦争賛成しちゃう右翼の人たちってね、なんかそういうこと分かってないんじゃないかと思うんですよね。別に勝てればいいだろやってもみたいなくらいの気持ちの人が少なくないと思うんですけど、まあ、なので私はイラン戦争にね、日本の人たちが反対なのはね、嬉しい驚きではあったんですけど、でもなんか実際やっぱり相手が中国だったら全然違うアンケート結果だったのかなとはちょっと思ってしまいますね。はい。一ノ瀬さん、コンカラスです。この件で、ノーボーバニーってタグができたので、今、裏先のイラストを描いてます。おー、素晴らしい。ありがとうございます。いつもありがとうございます。何も悪くないのに謝罪に追い込まれるの、高橋和樹先生を思い出してしまう。いやー、そうですね。カズキングさんもそうですよね。だから正しいことしてんのに怒られるのおかしいですよね。戦争反対との発信は正しいと示しておかないと、このイラストレーターさんの中の反ス密の心がおかしくなってしまうと思い、私から、激励を送るムーブを作ってしまい、だいぶ悩ましく思っています。でもそれはいいんじゃないですか。なんか、風花さんはそれを言う資格があると思います。いや、私が言うのもなんか偉そうで申し訳ないですけど。はい。だからね、共に言いたいって言うならいいんだと思いますよ。だけど、なんか、一丁紙みたいなことを言ったらやっぱり困るので、一応私の配信としてはね、皆さん基本控えてくださいねとは言いました。はい。なので言った人が悪いとはすいません、言ってません。ごめんなさい。ちょっとそこを誤解悪く言い方だったかもしれません。創作を通じて反戦運動を励ましたいというですね。そう、戦争に勝者はいないんですよ。だからね、奴ら勝てればいいみたいなこと言いますけれどね、勝ってる奴はいないからっていう。そう、まず殺し合いはダメですからね。そう、その基本を抑えないとやっぱり全部おかしくなりますよね。逆に言うと、そこを抑えてくれんと戦争反対と言ってもね、というですね。そう、オタクの反戦デモにね、やっぱりね、すごい今、ハッシュタグ盛り上がってるんですけど、すげえ反感を持ってる一部の人たちが、なんか、自分のむちゃくちゃをぶつける先がこのうさぎさんと、この田中さんのエッセイ漫画だったんだと思いますね。で、なんかミソジニじゃないですか、多分。もう入ってるじゃないですか、田中さんの場合は特に。だからね、やっぱそれは良くないですよね。で、ちなみにこのアルゴさんっていう方途中引用してるんですけど、自分らしさを重視する個人主義や多様性、その結果生じる従来のらしさの揺らぎの対立の増加、これに苛立つ人々、この機能不全を戦争や全体主義で克服しよう、競争や対立、分断と格差で疲弊した社会を立て直し、一体感と調和を取り戻そうとしよう願う姿っていうのですよね。これ以前にも紹介したんですけど、去年の10月の記事でですね、戦争支持の人々は何を願ったかということで、ちょうど高市政権が成立した時期にですね、朝日新聞に掲載された記事なんですけど、これ非常に面白い記事だったので、有料記事述べる方はぜひとも読んでいただきたいと思います。ですね、で歴史学者のですね、増田さんという方がですね、
まあ、戦前の大正時代の、まあ、日本がなんであんな戦争賛成イケイケだったのかっていうような、まあ、話をですね、されてるんですけれども、まあ、いろんな日記とかを、まあ、確認した結果、大正デモクラシーの時期に結構、まあ、自由が広がったじゃないですか。自由や多様性が広がって、まあ、女性がね解放されたり、まあ、男性が男性らしくないようなと言われるようなですね規範を持つようになった。でそれにでもすごい反感を抱いてた一部の人たちがいて、男らしさを取り戻さなきゃいけないとか、男は男、女は女でそれぞれの役割があるんだみたいなことを考えてた人たちがめっちゃくちゃ多くいたらしくて、まあそういう人たちが戦争を賛成したっていうですねまあなんかどっかで聞いたような話なんですけれども、だから多様性反対みたいな思想ってまあ直球でも戦争につながる思想なんだなっていうところがこの、増田さんのですね理論では、解き明かされております。はい。イラストレーターさんの戦争反対の発言もそれに賛同した私が激励を呼びかけたのは間違っているとは思いませんが、そもそも傷つけたやからは裁かれないのが苦しいのです。いや本当にね、ね、私の配信ではね、ずっと永遠にこのアーカイブ残しておきますけどね、このよくも言いやがったなって言い続けますけど、この人たち。で、何考えてるんでしょうかね。ウクライナフラッグつけてこういうこと言わないでください。なんですけども、でもね、そう、勝っても負けても得するのは上位だけだっていうことをね、分かってるのか分かってないのか分かんないしね、だから反省の声にまでね、文句つけ始めたらおしまいですよね。あるような優しくて素敵な芸を描かれる方がこれからも作品を世に送り出せるように私も反省を叫んでいきたいですね。私の友人もオタクの反省デモに対して普通に怒られるよと言っていたのが何になるのか全くわかりませんっていう世界が戦争がなくなりますようにで攻撃されるというのはさすがに驚きました。現在の隣組が SNS なのかという。まあイーロン・マスクの X がね、それこそ戦争賛成 SNS だっていうことがもはや明らかなんじゃないかと思いますよ。だってこんな絵に文句つける人はねまあ、ファシスト的な申請でしょう。私は言ったけど。はい。だからね、ファシズムっていうのはそういう多様性であるとか、まあ、優しさであるとか、そういったものをね、攻撃する思想なので、はい。だからファシズム的な思想にはならないでほしいなと思いますね。はい。これは人格否定ではないので、はい。ファシズムは確かにファシスト的性格っていう、まあ、権威主義的パーソナリティね、とかね、そういう性格の研究はありますけど、私はそういう意味では言ってないので、はい。先日デモに行く理由を書いた漫画が、トゥゲッターにまとめられて偉いことになってるのを見たけど、なんで日本が戦争を仕掛ける側だと思ってんだみたいなコメントがついていた。対象の漫画を読めば作者のメインの懸念はアメリカの戦争に巻き込まれることの方で、日本が仕掛ける側になる話をほぼしてないことがわかるんだけど、このコメント主は読んでないか、読んでも反戦デモ等のワードから自分の脳内情報がデコードして書かれていない話をしていることがわかるということで、まあ、この林道さんすごいいつもで鋭いこと言ってる方なんですけど、鋭いなと思うんですけど、多分読んでないんだと思うんですよね。この一枚イラストの方はね、さすがにみんな見てたと思いますよ。一枚イラストの方は皆さん見てたと思いますし、まあ見た上でなんか言っちゃった人たちが一部にいたっていう感じなんだと思いますけど、こっちの場合ですね、おそらく読んでないんじゃないかと思うんですよね。この1ページ目だけ見て、ノーウォーとか反戦って書いてあるから、まあ左翼だと思って攻撃してるっていう人が、まあ結構いるんじゃないかなと思って。まあそうなるともう本当終わってるなって感じなんですけど、まあなんかそういうね、本当なんか表紙だけ眺めて判断しちゃうみたいな態度が横行してるのが、まあ今の X なのかなと思いますね。まあ正直ね、私もね、目的あるんで X やってますけれどもね、宣伝以外のことでやるのおすすめしません。はい。もう交流 SNS としてはね、もう破壊されているので、イラストレーターさんを批判し表現を撤回させた人たちが普段表現の自由を叫んでる人たちなことにもっと注目されていいと思います。いや、ほんとそうですね。だから結局ただのミソジニストじゃんっていうミソジニストだし、まあファシスト寄りの性格傾向の人たちじゃんっていうのがね、明らかですよね。はい。大貫さん、陰謀論者になるのは学歴や職歴や経験が乏しく現状から一発逆転したい人みたいな、そういう差別的なこと言ってたんだ。反論したらさらされた。それも良くないな。それも差別ですよ。陰謀論者になるのはね、学歴、職歴関係ないですから。ね、だって国会議員が陰謀論者やってるじゃないですか。で、神谷さんだってね、私より勉強できるんですよ。あんまり、あれだけど、ああいうキャラクターだけど、私よりね、ちゃんと勉強できる人のはずなんで、神谷宗平さんも。関係ないですよ。差別思想に染まったりするのは。はい。
反戦というの語の持つ広範さが理解に齟齬をきたす一端になっている一面はある。それはあると思いますよ。反戦って言ったらね、私みたいにガチの左翼であるっていうことを示すっていう、もちろんね、左派に好まれてきてる言葉ではあるので、それはあると思いますね。はい。それは事実。なのでですね、なんかやっぱり、反戦っていう言葉を見た瞬間にバッて考えてしまう人はいると思うんですけど、そこを身構えないでやっぱ考えてほしいですよね。私低学歴ですけど、ユタボンはわからないです。いや、だからユタボンもなんか自分のことはああやって言ってるし、さっかりね、ネット右翼みたいになっちゃいましたけど、学歴関係ないですからね、本当に。はい。そう。それはね、本当ね、学歴差別なので、やめた方がいいと思いますね。ユタボンにせよね、おぬきさんにせよね。考えを改めてほしいですね。はい。ということでですね、ヒマーノンの漫画家は未だに反省をせずヘラヘラしているのに反省メッセージを込めた絵を描いただけのイラストレーターが謝罪させられる世の中絶対おかしいっていう、私もずっとこれ眺めてて思ったんですけど、もうこれに尽きるなと思います。だってヒマーノンの人たちさっきいたと思うんですけど、ああいうなんか偉そうに的外れな批判してんのに、なんかああいう反省イラストレーターの人たちが謝罪させられるのはやばいですよね。はい。で、最後小説家の森沢さんっていう方が、この騒動を知ってか知らぬかですね、いいコメントをされているので、ちょっと引用して終わりにしたいのですが、本当は戦争反対とかカルトな自民党が日本を沈没させるとか、そんなポストしたくないし、見たくもないんだよ。能天気に桜が咲いたとか、締め切り前の夜食がうまいとか、そういう平和な X を楽しみたいんだと。でも悲しいかな、今の日本は戦争か平和か、民主主義か独裁かの分水嶺にあると思うのね。日本と日本人を大切に思う人は平和で幸せな国であり続けるように考えて行動しようと。アメリカの戦争に巻き込まれて殺し合わせられたり、独裁者に自由を奪われたりしないよう、しっかり権力者を落ち続けようねと、いうことでですね。ああいうのにね、反対してしまう人の心理としては、やっぱり見たくないっていうのがあると思うんですよね。戦争っていう言葉自体が見たくないとか、こういうね、やっぱり非常におぞましいワードだから、戦争とか殺し合いとかそういうことをで娯楽として眺めてた世界で見たくなかったっていう気持ちは私もわからなくはないです。やっぱりね実際に戦争の話こうやってね2時間もなんかやってるから全然カラスマ平気なんだなって人の心ねえんだなって思われてるかもしれないですけど、私もねだから普通に気分落ち込んでね話したくないな今日とか思ったりする日もあるので、はい。だから私みたいにね普段からニュースを追ってる人間でさえそうなんだから、普段からそういうニュースとか見たくないって思って避けてる人は余計そうだと思うんですよね。嫌でも目に入ってくるじゃないですか、イラン戦争みたいなことが起きると。だから戦争の話聞きたくないっていう気持ちはわかるんですし、それもね平和を求める気持ちの一つだと思うんですけど、でも黙ってるだけでは平和を奪われちゃうので、やっぱりそれはね、間違った考え方じゃないかなと私は思いますね。そうですね。学歴では何も決まりませんよ、本当。はい。ということでですね、一発逆転しようとしていや、彼の話はちょっと後でします。選挙も一緒だろう。一瞬の動画やイラストで投票を決めてるの。でも大半の人そうなんでしょうね。一瞬の動画やイラストで決めちゃうのはね、本当ポピュリズムというか良くないですよね。ちゃんとね、政策を見るべきなんですけどね。名野大輔教授は抗議のファシズムを権威への服従をベースに敵対者異端者を排除することによって共同体を形成しようとする運動としています。さすが田野先生ですね。素晴らしくわかりやすい。ちょっと私なんかファシズムを乱用しすぎだと言われるんですけど、ありがとうございます。その定義が一番正しいと思いますね。そう、ファシストにはね、そういう思想だとすると、そういう思想を報じてる人いっぱいいますよね。でやっぱりね、敵対者を排除することによって共同体を保とうみたいな考え方は良くないと思います。はい。原発事故に関する答弁とか見てたらすごい疲れたし、心が折れそうでしたね。いや、本当にね、やっぱりね、原発とか戦争の話とかね、見たくもないわってなるときは、それは私もありますよ。だって嫌いだし、ね、話したくもねえわって思うときありますけど、でもイスラエルのね、やっぱりことも考えなきゃいけないしねっていうところでやってるんですよね。そう、世界がグロすぎるんですよね、本当に最近。ロシアのウクライナ侵攻の時はテレビもラジオもあっちこっち全部話題にしてましたが、いや、そうですね。だからその時もね、こういう気分になっちゃった人はいたんじゃないですか。もうウクライナの話なんて見たくもないみたいな、気持ちになった人はいると思います。だからといって、侵略されてるのほっといていいのかって言ったらよくはないわけですよね。はい。
ということでですね、まあちょっと恐ろしい反戦漫画弾圧嘲笑事件の、概要でございました。ありがとうございました。ということでですね、引き続きちょっと時間が押しているので巻きで入っていきますが、続発するヘイトクライムの話をしたいと思います。いつさんこんからすです。まあちょっとヘイトクライムの表現などが出てきますのでご注意ください。まずはちょっと美しい写真から入ります。先日日曜日にですね、クルドの人たちのお祭り、ネウロズが開かれました。いやー、写真がうまい。なんか私写真めっちゃ下手なんで、なんかうまく写真を撮れる人はちょっと尊敬してしまうんですけれども、はい、写真が素晴らしいと思います。はい、月並みな感想で申し訳ありません。まあ、このようにですね、非常に華やかな、お祭りとしてですね、毎年開かれておりまして、今年は1500人の方がですね、日本の方、ルーツの方も、まあ、クルドルーツの方もですね、いろんな方がですね、お祭りとして参加されたそうなんですけれども、なんかですね、この、お祭りを台無しにしようとした謎の人物がいたという、誰なんだそんなやつは、そんなやついるのかっていう、はい、河合祐介ですね。はい。埼玉でクルドの新春祝う祭り開催、1500人踊りシギラの妨害もということで、埼玉県南部に暮らす中東の民族クルド人が22日埼玉市の、公園でクルドの新春を祝う祭りネウロズを開きました。長楽ワッカス代表理事は挨拶でネウロズがテロリストの祭りなどと誹謗中傷を受けているとし、日本とクルドの関係を悪くしようとしている人とグループと戦っていくというふうに、まあワッカス理事が述べたんですけど、まあそれをするとですね、クルド人ヘイトスピーチを繰り返す、同県戸田市の河合祐介市議ら数人が訪れて妨害を開始した。参加者が差別やめろと抗議し、会場から遠ざけたが、まあこの後にですね、河合さんが殴られるというちょっと事件が、起きてしまいました。ちょっとすいません、順番前後するけど、病院に行き、左、化学部打撲と、頸椎捻挫と診断されました。このクルドの人は傷害罪で強制送還となるはずだということで、まあ殴られているシーンは公開しませんが、まあこのように病院の診断書を持ってこられたそうでございます。ちなみにまあ左下、左化学部打撲と頸椎捻挫というのは医学的に負傷は見受けられず、本人は痛みを訴えているだけという医師の困惑がまあちょっとにじみ出ているちょっと診断名なんですけど、まあ被害は被害なので、私は被害を詐病だとかそういうことは言うつもりはありません。はい。まあ実際殴られたのは事実です。はい。ということで、ハッピーケバブから何も変わらない帰れやっていうですね。いや、ほんと帰ってればね、だからこんな目に遭わないで済んだはずなんですけど、だから自分でね、殴られに行ってますよね。国旗損壊罪に抵触するヘイター河合祐介、市議ら妨害、恥ずかしい言葉すぎる、殴ったってほどじゃねえよ、動画見たけど、まあ、どっちかっていうとね、当たっちゃったって感じでしたよね。はい。いや、まあ、後で動画の感想言いますけど。動画見たい方はですね、検索すればいくらでも出てくるので、ここでは晒しません。見るのも嫌だし、いろんな意味であれなので。まあ、在日クルド人とともにのですね、ヌクイ代表は差別発言を繰り返す政治家らがクルド人の感情を逆なでするように訪れた。こうした事態が起きないようヘイトスピーチを規制し、外国人の人権を守る法律が必要だということで、まあ、当然のコメントをされておられます。はい。ですね。こいつもそうだが動物系 VTuber の前後を見ない解説が多すぎる。いや、なんかあれらと一緒にされたくないんだよな。あの人たち VTuber じゃないですよね。なんか動物アイコンでなんか喋ってる人たちですよね。いや。まあ、これが起きた原因なんですけど、私はね、この諸井正秀っていう、まあ、自民党のね、どうしようもない、無所属か、一応、今、どうしようもない議員がいるんですけども、この人が原因だと思います。まあ、毎年こういうこと言ってんですけどね、2025年の10月22日に、PKK の支援団体による県営施設の利用についてお伺いいたしますが、この日本クルド文化協会が支援し、秋ヶ瀬公園で毎年行っているクルド人のお祭りネウロズというのがございますけれども、このように PKKの方を掲げています。これはテロリストじゃないですかと。皆さん知っての通りですね、PKK ってもう解散したんですけれども、はい。まあ、これがですね、大野知事に対してこういう恥ずかしい質問をした結果、
まあ、公の施設を貸し出す際は地方自治法において正当な理由がない限り住民が公の施設を利用することは拒んではならないと。まあ、これ参政党とかにもね、こういう、まあ、理屈が結構悪用されているので、まあ、ちょっとね、微妙なところではあるんですが、表現の自由を、まあ、考えるとですね、さすがに、みだりにですね、しかも民族のそういう正当なお祭りなんかをですね、公権力が排除できるわけがないので、まあ、大野さんは当然の回答をしただけなんですよ。でも、まあ、これにバチ切れしているのが、まあ、もうこの諸井さんとかは、河合祐介とかなんですよね。で、なんとかして邪魔しに来ようと、まあ、今年もやってきたという感じだと思います。はい。まあ、カラスマさんはカラス人間なのでね、はい。なんか、変ななんかアバターの人とは一緒にしないでいただきたい。はい。来年から使わせないように、まあ、したいんでしょうね。だから、諸井さんの理論で言うと、だってテロ団体なんでしょ。だからテロ団体って、テロ団体だから、まあね、使わせてはいけないみたいなことを、まあ、主張して、まあ、何言ってんだこいつみたいな感じでですね、秋ヶ瀬公園は使っていいに決まってるだろみたいなこと言われたんですけど、まあ、彼らの主張を通したいんでしょうね。はい。そもそも PKK が何だろうか知らないんじゃないですかね。もう解散しましたよ。ほんとクソ迷惑ですね。コミンテルの仕業だと。まあ、ちなみにこの諸井さんなんですけれども、埼玉県諸井正秀県議、姫所属が、1日の、ですね、去年の10月1日の、県議会一般質問で外国人に基本的人権はないなどと発言し、まあ、不見識だと、まあ、不見識どころの話じゃないと思うんですけど、まあ、これで大炎上した経緯のある人でございます。まあ、なんか、類は友呼ぶ的な感じを受けますよね。はい。そこで、まあ、すいません。ちょっと衝撃的な映像といえば映像なんですが、衝撃的でもないか。まあ、河合さんがですね、まあ、殴られたと言っている直後の、まあ、画像がこちらになります。まあ、一応はね、解放を受けている状態なんですけど、河合祐介さんがやっていることは、フランスの極右フェミニスト集団ネメシスのお得意芸と全く同じだ。アウェイの集会に潜入し、注意を挑発し、わざと一触即発の状況を作り出し、切り抜きで拡散し、被害者面するというお決まりのパターンだ。ということでですね、まあ、さきさんこれネオナチとつながっているっていうことが、まあちょっと断言的に言っちゃってるんですけど、私確認したらですね、さすがにそこまで、ネオナチとガチでつながってる団体というわけではないそうです。フェミニストマスクの背後にあるアイデンティティ右翼活動家ということで、まあいわゆるフェモナショナリストですね、まあフェミニスト面をした極右集団というのがこのネメシスというフランスのグループらしいんですけれども、私もよく知らなかったんですが、ギリシャの報復の女神にちなんで名付けられたこのフランスのグループは挑発的な抗議活動を専門とし、性暴力の責任を移民とイスラム教徒のせいだと言っている。2019年の創設以来、メンバーは定期的に左翼の抗議活動に潜入し、独自のスローガンを叫んできたということで、まあ、いきなりですね、左派の集会に突入しては、わざと殴られたり、最悪怪我したり死亡したりして、すべては左翼が悪い、すべてはイスラム教徒が悪いというようなことを言っているという、まあ、なんか非常に旗迷惑な集団ということでございます。まあ確かにそれをやられるとね、確かに暴動になりやすいと思うので、まあなんでしょうね。有効といえば有効な活動方法なのかもしれないですけど、本当に迷惑というか何の生産性もないですよね。自分たちも危険な目に遭ってるし、で、まあちょっとこれね、名前が見た覚えあってびっくりしたんですけど、フランスのですね、パレスチナルーツのリマ・ハッサンさんっていうですね、グレタ・トゥーンベリさんと一緒に、船乗った人とか、リマ・ハッサンさんとかもいる有名人なんですけれども、議員に対してですね、抗議をしに行ったと。で、その際に、まあ一人のメンバーが、負傷して死亡してしまったと。ネメシス氏は、もちろんリマ・ハッサンさんが悪いわけではありません。彼は抗議活動中に会員を剥奪中に反ファシスト活動家に襲撃されたのだということで、アンティファが悪いみたいなことをですね、それ以来ずっと言ってらっしゃるそうです。もちろん死ぬのはやりすぎだし、もちろん過剰防衛だと思いますけれども、いや、自分から突っ込んでったんちゃうんかいっていう話ですよね。はい。そう、わざわざ救急車まで河合さん呼んでたみたいですからね。はい。河合さんは福祉の課題とか具体的に X に聞いても返信ないし、実際に地域に貢献してるとかでもない。いや、だから迷惑活動家ですよね。いわゆる当たり屋ですからね。これ以外何もしてないでしょ。はい。和田政宗さん、和田政宗もそうですね、今参政党にいますけれども、沖縄の88歳の女性を挑発して被害者面してましたね。
ネメシスは復讐とか神からの報復という概念を神格化してメガネとした威嚇的に新しい存在なんですね。なるほど。ありがとうございます。バイオハザードにもこんなキャラいたなと思いました。暴力を受けたと騒いでクルドの人々のコミュニティや日本人との交流を破壊したいということですよね。はい。そして、河合祐介さんをかばう、しかし国会議員が現れました。はい。まず被害に遭った河合さんにお見舞いを申し上げます。民主的行動をこのような暴力で妨害することなど許されるはずはありません。動画を見る限り現行反対法の原則もないがしろにされているのではないかという疑いが拭えません。AI 参考資料。埼玉県活動家がなんたらかんたらこんだらこんだら。いや、原口さん何言ってんのあなたって。誰だか分かってる？河合祐介ですよ。マジで。友国連合に入ってないよね、この人。いやー、なんか、すごいですね。もうこんな感じになっちゃってるんですね、原口和弘さんって。あまり、もう友国連合になった瞬間からもう私興味失ったので、もうどうでもいいやって感じになっちゃったんですけど、友国連合の原口和弘、共同代表なんですけど、前衆院議員なんですけれども、正確には元衆院議員か。なんか河合祐介さんに対してですね、このような暴力で妨害することが許されてるわけありませんみたいな。いや、映像を見るとね、思いっきり警察とかがね、それこそヘイターガードみたいな感じでですね、めちゃくちゃ彼のことを守っててですね、とてもなんか妨害してんのはそっちの方だろっていう感じなんですけれども、いやー、なんかすごい残念ですね。原口さんをもともと支持してた人たちは何を思っているんだろうか。はい。ということで、民主的迷惑活動家ってなんだよって感じですね。いや、出たよ、原口。原口さん、表舞台から退いてください。バトワさん、ここからです。立憲をやめてから生き生きしてますね。何が民主的な活動だって元総務大臣の肩書きがこの人にかざされていることが嫌すぎますね。いや、昔はそうでこんな人じゃなかったはずなんですけどね。はい。ということでですね、瀬川慎さんがなんか軽く炎上気味なんですが、ちょっと私の心情に近いので読んでしまいますが、クルド人のお祭りにレイシスト議員が乱入して殴られた件、俺などはおためごかしに暴力はいけないんだけど、などと前置きする気はなく、もっとぐちゃぐちゃにぶん殴らればよくなったのではと思っている。他人の像を買うってつまりそういうことだと思ってますんで、承知の上でやってきたんでしょ。自分の鼻血に溺れる経験でもした方が良かったんじゃないですか。それは殴った側は犯罪者だし、相応の処分が下るんだろうけど、そんなのは割とどうでもいいです。他人を蔑み怒りを焚きつけ憎悪を扇動するとは、要するにそういうことだというのは誰も知っておくべきことじゃないんですかと。さすがに私ここまでは思わないし、クルド系の人たちに殴らせてしまったことは、それはマジョリティ側の落ち度だと思うので、瀬川さんを批判してる人にはね、そういう方もいるんで、それは正しいと思います。だけど、正直ね、なんかこれ言ったら炎上するかもしれないけど、いいやと思うんですけど、正直この写真とかで、殴られたシーン見たとき、私爆笑しちゃったんですよね。殴られてるっていう。殴られてるっていうかね、今コメントしていただいた通り、ペシッとやられた程度なんですけど、でもペシッとやられてるのになんかね、サッカー選手みたいにすげえ痛そうにですね、うおーみたいな感じで叩き込むんですよ。いや、なんか河合さんってだから元お笑い芸人で、なんか面白くないとか滑ってるとか、よくね、悪口を言われてるんですけど、私は面白かったですね。もっと殴られてほしいです。はい。なんか河合さんのした活動の中でね、今までで一番笑いましたね。だから、悪いと、いや、ほんとバカみたいな光景でしたよね。いや、だからね、ここでは出さないけどさ、いや、だから別にボコボコにされろとは言わないですよ。ボコボコにされろとは言わないけども、もっとなんかね、カウンター活動家みたいなね、もっとマッチョな人からですね、ペチッとやられてほしいですね。なんか、いや、正直、いや、もちろんね、手出した方はね、捕まっちゃいますよ。だから、犯罪になっちゃうから、推奨はしないし、なんか、願望レベルの話でしか、こんなこといいだろ話でしかないんですけれども。でも、河合さんなんか、あんな芸があるんだったら、なんかわざと殴られる芸みたいなことをやった方がいいんじゃないかなという。だから仲間に殴らせてさ、左翼活動家に殴られましたみたいなこと言ってた方が面白いんじゃないかなって正直思いました。はい。
いや、だし、まあ正直だから、一辺の同情にも値しない人物だから笑っちゃったんだと思うんですよね、私も。もちろん大怪我とかするような事態だったら別ですけれども、それはね、別ですけど、さすがにそこまで不謹慎じゃないけど、でも不謹慎ながらね、吹き出してしまったっていうのは、まあやっぱり一辺の同情の余地もない悪役みたいなのが殴られるっていうのはですね、やっぱりちょっとスッキリする何かがあるんじゃないかと個人的には思います。私なんか別にいい人ぶるつもり全然ないので正直に言ってしまいました。はい。そう。いや、ほんとね、他人を差別するって殴ってるようなもんですからね。だってクルド人の人たちの中にはね、ほんと河合さんに言われたことでめちゃくちゃ悩んだりね、死ぬほど辛い思いした人たちとかいるはずですよね。だから人並みの痛みを知ることができたんじゃないですか。いい機会だったんじゃないですかぐらいのこと言いたいですよね。はい。まあトランプはだからライフルで撃たれても立ち上がってますからね、全然河合と比較にならないですよね。あの時は格好つけすぎだろうって確かに思いましたけど、まああれで選挙に勝ったしね。日本で排除されてきて悲しい気持ちとか悔しい気持ちでいる外国人の人の気持ちが想像できないと単純に河合さんに暴力振るった的な解釈になっちゃうんでしょうけどね。でも私はなんか単になんかね、当然のそういう暴力的言説をまき散らしてきた人がペシッとやられたという、まあただそういうシーンにしか見えなかったですよね。そう、だからヘイトスピーチをばらまくっていうのは当事者にとってはボコボコに殴られてるようなもんですから、殴られたぐらいで正直文句言えるないと思うんですよね、彼の立場で言ったら。いや、悪いけど本当に一辺の同情の余地もないと思いますよ。はい。そう。でもね、本当クルド人が手を出す前にね、日本人がやっておくべきでしたね。もちろんね、立花さんのナタ事件とかはね、あれは殺人なんで、絶対ダメですよ。あれはやりすぎです。はい。確実に。まゆさんおやすみなさい。ありがとうございました。河合3年前のブレイキングダウンで水かけられたり、息子に後ろから蹴飛ばされてた。それはパワハラだな。いや、なんかそういう、なんかブレイキングダウンみたいな悪質な番組はちょっとあれなんですけどね。それはね、なんか罰を受けてるわけじゃないからね。はい。そう。でもね、彼はね、やっぱヘイトスピーチをしてるような人間ですから、暴力でやり返されても正直しょうがない部分はあるんじゃないかと思いますよ。だから人権侵害って暴力ですからね。普通にヘイトの反撃よりもヘイトクライムの方が人が死んでるんで、ヘイトは痛い目にあった方がええわっていう。いや、全くその通りですね。だからヘイトクライムで人死んでますからね。はい。あの程度で済んだことに感謝すべきなのでは。ペチペチとされても戦い続けたら少しは良かったんだけどっていうね。いや、ほんと戦えよって感じですよね。そんな痛くなかったんだったらさ、我慢せよっていう。右翼でしょ、あなたって。左翼の人にこんなこと言わないけど。はい。ということで、ちょっとごめんなさい。不謹慎だったかもしれないし、ちょっと惹かれちゃったかもしれないですけど、いや、正直に言いました。なんか私、なんていうか、別になんて言うんでしょうかね。別にいい人ぶるつもりはないし、正直ね、だから同情の余地ないんで、同情の余地なさすぎるし、別にね、そんなね、ペチッとされたぐらいでですね、まあ実際動画見ていただければわかると思うんですけど、そんな大したことなさそうだったので、普通に吹いてしまいました。ごめんなさい。はい。ですね。そうですね。立花をナタで襲ったやつはもちろんね、殺人未遂犯なんで、あれは絶対許されないですよ。全くシャレにならないですし、一歩間違ったら立花さん死んでたんでね。あれはもちろん許せないですけど、立花さんの反転アンチであったことはね、言っておいた方がいいと思いますね。はい。ありがとうございます。ということでですね、まあ、ここに書いてある通り、去年のネウローズは河合を公園内から速やかに退去させることができなかったので、できたので、何の騒動も起きませんでした。今回の件は河合祐介一味と警察が引き起こした騒動ですということで、まあ、映像を見た方はね、わかると思うんですけど、河合さんがですね、勝手に突っ込んでって、どっか出せばよかったから、1枚ぐらい。警察がですね、こんな感じなんですよ。ちょうどありましたけど、要は、警察が彼を取り囲んでですね、ガーディアンのようにですね、一緒にロープの中に突っ込んでったんですよね。だから警察が河合さんを守ってたんですよ、事実上。だから埼玉県警でいつもこういうことやってるっていう話を私以前もしてたと思うんですけど、だからヘイトスピーチを受けてる側じゃなくてヘイトスピーカーの方を守ってるんですよね。で、ヘイトスピーカーの方がこうやって警察にガチガチに守られてるにもかかわらず、ああやってペシってやられただけでぶっ倒れてしまったというのがですね、まあちょっと笑ってしまったというところではございますね。はい。いや、ほんとね、同情の余地のかけらもないですよ。しかも警察に守られてるからね。そう。いや、さすがに右翼の親玉って言ったら言い過ぎなんじゃないでしょうか。ただの迷惑系 YouTuber っすよね。まあ、もちろん極右としては有名な人ですけど。
そう、警察はね、昔から差別主義者の見方するしね、いや、今回の事件、本当警察の不手際だと思いますよ、すべてにおいて。だから、クルドの人の人たちと接触させちゃいけないって言われてたのに、接触させたわけじゃないですか、わざと。で、河合さん殴られちゃったわけじゃないですか。だから、河合さんに同情する人は警察を批判すべきだと思いますけどね。うん。そう、だから河合さんもね、ヘイトスピーチばっかりやってるから、麻痺してんだと思いますよ。はい、ちょっと失礼しました。知り合いに誘われ、クルドの祭りネウロゼ、エンドレスで流れる BGM に合わせて泡になって踊っていた。出るのも入るのも自由で一緒に踊ると楽しい。隣のクルド人女子高生大生同士の会話が、日本語で驚いたが、同年代のクルド人とは基本日本語で話すそうで、社会の一員やんと思ったと。別にね、一応誤解なきように言っておくと、日本語喋れないからってね、社会の一員なのは変わらないので、別に言語で分けるわけじゃないですけれども、まあ、この写真たちもね、素晴らしいなと思います。はい。ですね。まあ当然ですね、ずっと昔からね、30年以上前から日本に住んでる人たちなんだから、今更何を言わんやっていう話なんですよね。はい。元彦やめろデモに妨害しに来た N 国支持者の吉田は警察に炭に追いやられてた。ああ、そうなんだ。なんで吉田さんみたいな対応してくれなかったんでしょうね。お父さんお母さんがトルコに帰るしかないって、でも私はきっと日本が懐かしくて我慢できなくなると思うということでですね、ネウロズの美しい衣装で下を向く女子高生、彼女のような日本育ちの子がトルコでも学び続け、日本で留学したり就職できるよう私たちはずっと関わり続けていますということで、いや、なんかトルコに帰る前提なのが悲しいんですけれども、強制送還されてる、人たちのためにですね、クルドを知る会さんは、支援をされておられます。継続的にずっと支援されてね、現状を書いている信頼できるアカウントさんですので、よかったらですね、寄付と志の方、よろしくお願いいたします。はい。河合は相手を煽って接触されるのを狙ってたでしょうから、警察はそう、絶対に近づけちゃいけなかったですよ。はい。だから警察の不手際ですよね。ほんと埼玉県警の責任者はクビにすべきだと私は思います。はい。とっくの昔から共に生きてるんですよね、私たちはね。で、さっき名前出たユタボンさんなんですけど、移民を受け入れたら国が滅びると思いますみたいな、なんかすっかりね、ネトウヨ芸人みたいになっちゃって悲しいんですけどね。悪いけどはっきり言わせてもらいます。日本が日本じゃなくなりつつ理由があるとしたら、移民のせいでも外国人のせいでもなく、X や YouTube で小ネズミ稼ぎのデマやヘイトや差別を無限に発信しまくるエセ愛国インフルエンサーたちのせいです。はい、以上ですね。だからさ、河合さんってこういうことやってね、私に笑われてるような人だから、なんか皆さんは忘れてるかもしれないですけど、悪いけどトータルでね、悪いけどっていうか、トータルで年収1000万とか超えてるはずなんですよ。別に全然かけらも羨ましくないんですけど、こういう人がね、もちろんね、だからといって大金持ちとはまでは言えないですよ。言えないですけれども、ああいう定期的にね、毎年1000万手に入ってたらね、それなりの暮らしできるじゃないですか。なんかそういう地位をね、簡単に手に入れることができるのがヘイトスピーチというシステムなんで、なんかこれを直さないとね、やっぱり社会が崩壊していくと思いますよね。はい。市議としての収入プラス、だって YouTube での収入だから普通に1000ぐらいいきますよね。ねはい。そう、ガードするんだったらね、きっちりガードしろよっていう話ですしね、何をやってんのかわかんないですよね。なんか警察がばらけていて警備がうまくいかないとか。愛国者ならペチッとされたぐらいで背中に背負った立正旗を地面につけるなよっていうね。いや、ほんとね、日正旗マントリしてますからね、国旗損壊罪にもなってますよね。30年くらい前からいるのに、ここ2、3年で急に右翼が来ると言い出したのは、それは何回か動画にしてますけれども、よかったら、来るとで検索すると、過去のアーカイブとかもあるんで、よかったらチェックしてみてください。簡単にというかざっくり言うと、入管というですね、悪の組織がありまして、入管法っていうのがですね、ずっと改悪されてったんですよ。だから、クルドを知る会さんとかも書いてますけれども、強制送還とかをですね、しやすくするように、2023年ぐらいからですね、ずっと法律の改悪が進められてったんですよね。で、その時に、ターゲットにされたのが、非正規移民の人たちが多い、クルドの人たちのグループだったんですよね。そこからヘイトスピーチが、盛り上がってったと思います。だから、私はね、完成ヘイトだとずっと言ってるんですけど、入管のせいだと思ってます。はい。
なのでですね、まあ、法務局の下に入管みたいな組織があるのがね、マジで終わってんなっていう感じなんですけど、はい。ですね。ということでですね。まあ、なんかヘイトスピーチをすると金稼げるのにですね、こういう方々はね、寄付募んないとやってられないわけですよね。はい。世の中の理不尽を感じます。で、まあ最後にすいません、何点かですね、追加情報をディスコードとかでいただいたので、ちょっとそちら紹介して終わりにしたいと思うんですが、団地に世界のガチ料理店リベリアやブラジル同胞のための味ということで、団地の一角で本場の外国料理を始まれる団地グルメが話題だという、団地に外国人コミュニティが根付いていることや賃料や手軽なことから様々な国の料理人が出店し、日本人向けに寄せないガチの味が口コミで広がり、遠方から訪れる客もいます。未知の一皿を巡り、団地を巡ったということで、まあこれがですね、バズっているんですけれども、またこうやってオールドメディアがこの外国人が料理屋やってるから応援みたいなプロパガンダうんざりだというですね、これ川口自警団の太田俊久々に見ましたけど、まだいたんだ。でまあこういうなんか日本保守党みたいな人たちがやたらと、誹謗中傷しておりまして、埼玉はどうなってるのだみたいな、移民の巣窟だみたいなことを言われてるんですけれども、まあ一方でね、外国人ヘイトするだけで何も生まない奴らよりはずっといいじゃないかみたいなことを言っていたりとか、その用語の仕方もまあちょっとどうなのかという気はするんですけど、経済的にまあいいからとかそういう問題ではないですよね。日本の中に別の国ができているとかですね。まあなんか X って本当なんかこういうもう情報空間になってるので、まあまともなやっぱり情報を手に入れようとすると、まあ何か私みたいにね、特定のポジションで構えていくとかしないとですね、あっという間になんか変な情報に飲まれちゃうと思うので、はい、皆さんブルースカイを使いましょう。っていうことでですね。まあさすがになんかね、改革市民とか、いろんなね、左派の人たちはね、それなりにちゃんとしてる人たちがいるんですけれども、はい。日本人向けの味付けにしてる外国料理ってね、ないと思うし、まあそもそもね、これにブチ切れてるやつはほんまに生きることに向いてないわみたいなね、オタクの人が結構言ってくれたりしてるんですけど、いや、ほんとね、ブチ切れる内容じゃないでしょ、これ。どう見たって。はい。ということでですね。団地飯食べてみたいですね。美味しそうですよね。はい。どうもなってないよ。多文化共生が進んでるだけだっつうの行きたいよねっていう。いや、行きたいですよね。ヘイトスピーチが増えたことで、外国にルーツを持つ人たちの支援団体が多忙になって緊急対応も増えてしまっているという。いや、ほんと害悪ですよね。だから彼らってほんとね、お金ない中でいろいろやりくりしながらやってんのに、なんか金稼いでる人の方がね、お前らの給料払えやって感じですね。X よりやばいとされるスレッズは何なんだ？スレッズは、なんか、結構分かれる感じですね。私もたまにしか見てないんであれなんですけれども、極端な反応が多いんですよ。なんか、その日本保守党とか、その参政党系のすげえやばい、コメントと、まあ、左派系の人もね、でもそれなりにいるみたいな感じですね。ブルースカあまりに居心地が良すぎて安心できすぎて逆に怖くなる。まあ、ブルースカもヘーターいるのでね、そういう人は通報しましょう。担当モデレーションがやっぱりね、してるだけで全然、違うんですよ。普通に諦めて新聞を読みましょう。いや、ちょっとすいません。失礼しました。いや私も結局ね、ツイッターは結局こうやって情報というかね、左派の人のコメント拾うためにも使っている面はあるんですけれども、まあ最終的なね、こういう重要な情報に関してはですね、すべて新聞とかね、まあロイターとかの情報を頼ってることがわかると思うんですけど、基本的に X に書いてある内容はですね、個人の感想としか思ってないので、はい。いや、本当ね、情報を得たいんだったらね、新聞読んだ方がいいですよ。まあ特にね、外国の新聞を読んだ方がいいと思います。はい。日経読みましょう。ということでですね。すいません。ちょっと今、間違って出しちゃったんですけど、中国大使館に、陸上自衛隊に所属する3等陸尉が侵入しました。刃物所持との情報もあるということで、ちょっと信じがたいニュースなんですけど、中国側が取り押さえて警視庁に引き渡したということで、幸いにして被害者はいなかったということです。捜査関係者によると、男性は隣接するビル4階から塀を乗り越えて侵入したということで、なんかこれが本当殺意満々すぎてすごい
怖いんですけど、中国大使館は24日、ツイッターで外交官を殺害するとなどと脅迫していた。驚きを禁じ得ない。日本側にはすでに厳重な申し入れを行い強く抗議したと、いうことでですね。いや、これは本当に中国は猛抗議していいと思いますし、外交問題にすべきだと思いますよ。だって、外交官殺害しようとしてたんじゃないですか。だって陸自の人が。これはもう、なんでしょうね。まあ、しょっちゅうなんか、だって逆のことされたら、だって、中国側に戦争だとか言い出すネット右翼の人たちいっぱい湧いてくる話じゃないですか、これは。とんでもない話ですよ。だから、悪いけどというか、高市政権はこれきっかけでいいから、もう中国にみんなで謝りに行った方がいいと思いますよ。だから、あと一歩で本当危ういところだったんですから、はい。いやー、でもまあ、大臣に至らなくてよかったとは思います。そうですね、ブルスカも手放しで褒められるようなものではないんですけど、少なくとも X の1億倍増しですからね。新聞読んだり読者投稿欄に意見投稿してた方が心理的には安全ですがね。いや、しかも若いんですよね、この人。23歳って、いや、報道ではあったんですけど、ちょっと、いやー、怖い。いや、でも、だから自衛隊の人に、だから武田恒康とか講師に招いたりとかしてたじゃないですか。だからそういう思想の人が出てきてしまうのではないかみたいな、まあ危惧のレベルでしたけどね。今まではそういう事件がなかったから。でもこれは本当シャレにならないっすよね。本人と局以外の全員が恐怖してる。こんなことをすごいエネルギーを持ってやってるのが怖いって。いや、本当未遂でよかったですよ。いや、でもこれ陸自所属はさすがに誤報じゃないんじゃないですかね。毎日新聞ですからね。これで毎日の大誤報だったらさすがにね、お前らいい加減しろやってなりますけど。いやー、差別主義者が自衛隊で染みてきてんなら本当派兵したら何するかわかんないですよ。いや、絶対まずいですよ。イスラエル軍と同じですからね。いやー、本当ここまで来たのかと本当に恐怖ですね。それも幹部だし、その辺の陸士とはわけが違う。そっか。そっか。陸尉だから幹部なのか。はい。いや、すいません。私、その自衛隊のあんまり階級等に詳しくないので、情報ありがとうございました。でも、3等陸尉、23歳で3等陸尉ったら結構上ですよね。確かに。いやー、これは怖すぎるな。なんか、でも本当にね、戦争一歩手前になりかねないような事案ですから、はい。ですね。今一応裏取りしましたけど、読売もね、幹部自衛官として報じてるので、これ間違いないですね。はい。読売新聞が、まあね、いつも政府に都合のいいことばっかり言っとる、読売新聞もまあ報じてるということはですね、まあ事実と考えて間違いないと思いますね。大使に強硬発言を仕替えてと伝えようとした、受け入れられなかったら自決すると考えていたと、これ22時に入った続報みたいですが、ですね、もうそうですね、特定されてるみたいですね。高速バスと新幹線を利用して上京し、わざわざ上京したんだ。ネットカフェに宿泊し、刃物は都内の量販店で購入したと説明しているという。男は隣接するビルから柵を乗り越えて大使館敷地内に入った。外務省報道官は24日の記者会見で厳正な申し入れを行ったということでですね、まあ当然のことだと思いますが、いやー、どうかしとるな。というか、例の大阪のね、首切ってやるって言った節賢さんを狙ったんじゃないんですね。いや、まあ、それもね、もちろんそっちでも大問題ですけど、はい。なんで東京の中国大使館にっていうのもわけがわからないけど、宮崎県からの海老野市からわざわざ来てたんですね。いや、怖すぎる。まあ、幹部自衛官がやっぱりこんなことしてしまうのはですね、普通に国ごとやばい国じゃないかっていうふうに見なされてもこれ不思議じゃない事案なので、日本政府は即刻謝った方がいいと思いますね。はい。ケイトさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。いや、なんかほんと天中的なこと言ってたんですね。幹部自衛官はこれはちょっとやばいですね。はい。そうですね。小西博之さん恫喝した事件とかもありましたね。なんか懐かしいって言っちゃダメだけど。はい。
本当に怪我された方がいなかったことだけは不幸中の幸いでしたが、ヘイトスピーチ禁止法、差別禁止法の成立、マジで待ったなしですね。ただこれは本当で差別禁止法でも止められないタイプですよね。御用の方のなんか革新犯的な、犯行だと思いますが、だからね、そうですね、自分の使命を果たすみたいなつもりだったのかもしれないですね。いやー、本当なんか226事件みたいな雰囲気になってきた。いやでも絶対こいつ騒かなきゃダメですよ、この人。イスラエルみたいになりますよ。前半の最初の方で言いましたけれども、だからイスラエルはこういうことした兵士に対して、恩情を出しちゃったんですよ。兵士の基礎取り下げをしちゃったんですよ。で、そうなるともう歯止め効かなくなるから、絶対厳しく裁かないとダメだと思います。はい。加害した歴史のある日本の自衛隊から大使館に襲撃を受けたなんて職員の方の恐怖はどんなものだったかと思いますよね。政権が中国的視していると緊張感が増してこういう事件が増えたりするのはあり得ると思うので怖いですね。いやーほんとね、ハラスメントも普通にありますしね、怖いですよね。低い道は行きよ。いやー、分野全然違うけど自分と違うキャリアです。これ脱走してる可能性、そっか、エビの駐屯地にいたってことは脱走したのかな。いや、だからラザレンコさんとか桜井よしこさんとか講師で招くのやめてくださいよ、自衛隊は。本当に税金で運営してんでしょ、あなたたちって。お金払って呼んでいい人じゃないから。自衛隊は倫理教育が貧弱なので、こういう人がわんさかいて割としっかり教えてる膨大生でも倫理の何たるかを理解してない例がちやほやと。膨大、シャンシャンさん膨大 OB ですからね。この前ハンガーストライキされてましたけど。いや、なんかギャップが激しいな。それがしが捕まって他の同志たちがやり遂げるみたいなこと言ってたのかな。そうか、御用じゃない方だった。失礼。自分が正しいとそう確信してやってる犯行ですよね。はい。ただですね、これの前段ではないんですけど、先日こんな事件もあったんですよね。朝鮮総連の本部に斧を投げた男が19日に逮捕されました。これも本当大事に至らなくてよかったと思いますが、日本朝鮮人総連合会の中央本部に男が斧を投げ込むという事件があり、警察は銃刀法違反にて、複数の右翼団体で作る国家主義思想団体会議の構成員を逮捕したということで、容疑を認めているということでですね、DPRK 北朝鮮への抗議だったらしいんですけれども、抗議で斧を投げつけるってどういうことなの？だからなんか河合祐介みたいな人が有名になってしまったせいか、右翼の活動が過激化してる気がしますよね。だから暴力振るってるじゃないですか、普通に。さっきの立花さんのナタ事件もありましたけれども、だからね、殺人とかで暴力とかの方向に過激化しているので、本当に危険だと思いますよね。だってねえ、左翼はね、河合祐介さんのことを笑ったら不謹慎だってなるじゃないですか。さっき不謹慎なこと言っちゃいましたけど。でも、なんか右翼の人はね、いきなり総連に斧投げつけに来てるんですよ。斧投げつけてるし、中国人大使館にですね、包丁を持って来てるんですよ。やばいですよね。いや、本当極暴力がね、起きないようにね、テロ対策として取り締まった方がいいと思います。そうですね。右派が嫌うという点でね、DPRK と中国双璧ですからね。いや、そりゃ、右翼の人だったらね、好きだったら、どういう思想なんだってなるかもしれないですけど、はい。そうですね。自衛隊外出時間決められてるのでね、はい。だからといってこんなことしていいわけないですよね。いや、抗議として成立してないですよね。昨日になっちゃいましたけど、すいません、日付が過ぎちゃいましたけど、桜田門外の変が起きた事件だって日だったのか。そっか、それで侵入したのか、もしかして。うわー。そういう意味か。桜田門外の変を真似たんだ。かないや、わかんないですけどね。読売にはそうは書いてないので。自衛隊自体特権階級になってるし、日報隠しとか勧誘のために同意なく自治体18歳以上の名簿閲覧もできてしまうから怖い。この前、勉強会してきましたけどね、本当に大問題だと思うので、名簿閲覧ね、反対してる自治体あったらですね、署名とか積極的にした方がいいですよ、マジで。はい、私は反対してます。はい。こういう暴力のハードルを下げていくのが、ヘイトスピーチやうっすら世間に広がる排外主義の空気だと思いますね。はい。門外でやれやってね。
まあそのヘイトスピーチ排外主義の空気をですね表すので、最後にちょっとこれもあれな例なんですけど、沖縄の真実を出すと面白いほど過激派が湧いてくるぞ、よほど不都合な証拠らしい。辺野古キャンプシワブの変数である横断幕、この子の国の言葉に書かれているか注目してください。どこの県民の名義だというのかという。まあキャンプシワブの変数にですね、ですね、韓国語とかですね、いろいろな言葉で、こうやって横断幕がたくさん書かれているんですけれども、読めもしないのでハングルを見ると怒る人がいるので説明しますが、これは韓国で反米軍基地活動をしている人たちが交流してきた時に残していったもので、昔から辺野古とは韓国の反米軍基地活動と、交流があります。日本語でもプサンとか書いてあるのにけど、あそこにも大きな米軍基地があるんですと。当たり前の話じゃないですかね韓国はだってさ、日本のせいで徴兵制がまだある国なわけですよ。で、まあね、南北分断も未だに続いてるじゃないですか。どう思ってんのっていう。だからまあこの手のことを言う人たちが、まあ、植民地主義とかも何にも反省してないし、まあ、朝鮮全体に対するね、中国に対するそれもそうですけど、差別意識とかを未だに持ち続けてるっていうのがまあありありと分かりますよね。なんでハングル見ただけでそんな誤解ができるんだよっていうような感じなんですけれども、まあなんかネトウヨの人たちはね、まあ最近の辺野古の例の一件もそうですけれども、まあずっとこういうことを言い続けてるんで、まあ私は正直、まあ本当相手するに値しないなと思ってます。はい。一部のハングルだけであーだこうだ言うだってまさに切り抜きじゃないかと思いますよね。はい。ということでですね、日本国内の、ヘイトあふれる状況でございました。はい。ということでですね、まあちょっとすいません、長くなりすぎてしまったので最後、巻きで入りたいと思うんですけれども、まあ今戦争反対の機運が盛り上がっているので、最後にその話だけをして、まあちょっともうちょっとで終わりにしたいと思います。イラン攻撃に対する世論調査、時事通信世論調査、米国とイスラエルによるイラン攻撃への評価、支持しない 75%、朝日新聞 82%、ANN の最新世論調査では 86% が支持しないと、支持しないが増えとるというですねまあちょっと嬉しい驚きなんですけど、まあイランのね、件があったので、もしかしたらイランへの反感が高まっていくと逆転する可能性もなくはないんですが、今のところ支持しないが大多数と言ってはいいが、それもだんだん増えていっています。米国とイスラエルの大失態であるイラン攻撃、日本のメディアの頼りない報道を通しても明白さを増しています。世界世論はもっと支持しないだろうということで、まあ当然ながらね、世界世論ではね、どんどん支持率が下がっていると思いますので、まああのようにですね、イランにとにかく攻撃すればいいんだみたいな、そういう詭弁をですね、浪する人に、巻かれないように、したいなと思います。はい。で、韓国の作家ハン・ガン氏がノーベル文学賞を受賞したスピーチでの過去が現在を助けることはできるのか、死者が生者を救うことをできるのかという一節が大変印象に残っていますが、今の国際情勢と憲法9条を考えるとなおさら重く響きます。憲法は先人たちからの血濡れの贈り物なのですということで、まあ本当ね、憲法なかったらね、一発でこんなの逆転してた気がしますし、日本の人たちがね、なんか右翼っぽいのになんかやたらと戦争には反感を抱くっていうのはですね、9条のおかげだと思うので、まあその心理的効果ってすごいと思いますよ。はい。なのでですね、やっぱり過去の遺産でも今守ってもらってるっていう自覚が必要だなというふうには思います。ネット右翼から右の護衛兵みたいなより暴力的な運動に進化している段階なのか。なるほど。それだと本当に危険ですね。まあ本当イスラエル化ですよね。入植者みたいになってしまったらおしまいだと思いますからね。先輩は地方公務員なので自衛隊になったと言ってましたので、悪いことを考える一部の考えと現場は同じではないと思いたいですね。はい。今週もヘイト海外でおかしくなりそう。日本国民の大多数は高市早苗政権の下でも案外アメリカに流されない点で、希望が持てる結果だったということでですね。そうですね。本当に、それだけは良かったと思います。ね、これ流さないですが、アメリカアローンということでトランプ政権に異変揺らぐ攻撃の正当性と広がる終末論ということで、これアメリカの詳しいリポートを、またですね TBS の、報道特集さんがやってくれてて、毎回報道特集に頼ってるので、ね、申し訳ないんですけれども、ぜひとも見ていただきたいんですが、
ちょっとね、米軍の横須賀基地の人たちに対して、平和活動家の方々がですね、メッセージを届けに行ったシーンがあるんですよね。で、これね、あなたが愛している人が無事に帰還するよう祈っていますと、安全ではない派兵計画に反対していますということでですね、あなた方も一人の人間だから皆さんのことが大好きですと。いや、でもこのセリフは私言えないなと思って、でも本当になんか胸を打たれましたね。横須賀の方々はだから米軍の人たちとも普通に交流してて、交流した上であなたたちにも生き残ってほしいからって言ってメッセージを伝えに行ってるんですよ。すごいよね。なんかちょっと真似できないなって思っちゃいました。はい。だからですね、もちろん私もね、米軍基地反対のね、に賛同とかはしてますけれども、でも米軍の人たちだってやっぱり一人一人人間なんだから、当然ね、死にに行きたいわけがないし、ましてや中東なんて行きたいわけがないので、はい、やっぱりそういう気持ちをね、おもんぱかるっていうことはね、大事なのかなと、平和のためには大事なのかなと思います。いや、本当ね、この博愛精神はすごいと思いますね。素晴らしいですよ。ね、本当にね、アメリカに対してはね、訴えたいっていうふうにおっしゃってるんですよ。横須賀でね、ずっと平和運動をやってる方々だと思うんですけれども、でもこうあるべきですよね。だから私すいません、ちょっと今日不謹慎なこと言ってしまってね、人格のダメさがよく現れてると思うんですがね。いやでもこのようなね、この立派さはちょっとすごい真似できないと思ってしまいましたね。だから真剣にね向き合ってくれてるし命令で動いてるんだから仕方ないんだとね割り切った上でこうやってね兵士の命を危険にさらしたくないというですね。だからねこれのどこが過激派左翼なんですか成人でしょはい。いやこういう方々ばかりじゃないし私みたいなねしょうもない人間もいると思いますけれどもはい。だからね、みんな平和を愛している、ね、方々なんですからね、私は尊敬しかないです。はい。見習いたいと思いますね。うん。そう、闘争的な人も大事ですけど、こういう人たちこそね、反戦運動に必要ですよ。はい。本当にね、こういう人たちが主役だと思います。私はちょっと戦闘的すぎるので反省してしまったんですがということで、明日はですね、憲法を守るための緊急アクション3月25日国会前に集まろうがあります。まあなんかすごい集まるんじゃないかという予感がしていますが、1万1000人を超えてね、集まってくれるといいなというふうに応援しております。全国各地でですね、デモカレンダーというところがあったので、便利サイトがあったんでですね、勝手に私すいません、リンクしたんですが、平和憲法を守るための緊急アクション、いろんなところでやってるそうでございます。まあ、北海道でもやるんですけども、ですね、全国各地でこう、20件ぐらいだっけ一気にやるらしいのでですね、お近くのところでですね、緊急行動がある方は、ぜひともですね、積極的にご参加の方、ご検討いただければと思います。はい。そう、役割がそれぞれの気質や境遇によってまあ違いますからね、私みたいにね、ちょっと戦闘的すぎる人間もいると思うんですけど、まあそれはそれでね、やるべきことがあると思うのでね、はい。明日のデモ行きたかったんですが、風が良くならず、天予報なので断念。そういうこと、それはね、それはしょうがないです。それはね、お家で連帯しましょう。はい。だからね、職場とかでお家でもね、精神的にね、連帯して皆さんでやっていきましょう。チラ見しに行こうということで、よかったら参加してください。はい、ということでですね、すいません、大変長くなってしまいましたが、本日の配信以上でございます。遅い時間まで大変お付き合いいただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価等よろしくぜひお願いいたします。そう、カラスマ配信を見るとですね、参加者の一人として、カウトさん、そういう意味じゃない。そういう意味じゃないと思いますけど、デモの配信を見るとね、参加者の一人としてカウントされると思うので、はい、皆さん、デモの配信を見ましょう。私は明日配信しないので、はい、大丈夫です。ということで、皆様お疲れ様でございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということでですね、大変遅い時間まで申し訳ございませんでした。デモ配信見てペンナフルぞということでですね。はい。で、最後にですね、すいません。すいません。大変遅い時間になってて申し訳ございません。早口で言ってしまうんですが、土曜日はですね、ビホルダーというゲームがですね、一回ゲームオーバーしてしまったんですけど、おたがの風花さんとスカーレタクローワルツで続きをやりたいと思っております。お楽しみにしておいてください。そして、金曜日なんですけれども、はい、
人を傷つけない笑いを考えるコラボ雑談ということでですね、バーチャル YouTuber の道明レオさんとコラボさせていただくことになりました。はい、ということでですね、すいません、大変遅い告知になってしまったんですけど、道明さん申し訳ございません。はい、ということでですね、金曜日はですね、ちょっと2人で9時から、配信していこうかと思います。ちょっと私がね、こんな難しいテーマで司会できるのかっていう、今から不安しかないんですけれども、ちょっと頑張ってですね、いろいろ教えを請いたいと思っておりますので、道明さんよろしくお願いいたします。よろしくです。コメント本当ありがとうございます。遅い時間まで本当すいません。ありがとうございます。よろしくお願いします。自分国会リクソデカプラカ書きました。レコちゃんのお世話で少しだけ参加しますということは、素晴らしい。ありがとうございます。お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、反対ということでですね。はい、毎日ちょっと言うことがたくさんあってね、大変なんですけれどもね、私も早口を鍛えつつ、はい、ですね、社会の状況に取り起こされないように頑張っていきたいなと思います。僕も感覚派なんでなんか教えられる方あるんか。感覚派なんですね。はい。先立ってですね、後ですいません、リンク修理で、道明企業さんの、チャンネルすいません、追加、秘密だったんで追加してなかったんですけど、追加しておきますので、よかったらですね、皆さんチャンネル登録しておいてください。はい。ということでですね、本日も、配信とお付き合いいただきありがとうございました。よかったらまた来ていただいて、お話しいただければ嬉しいです。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。